thing. Back again for part 2. Let's just jump straight into it. Oh, I need to get myself unmuted in Discord. 1 second. All right. Now my light up. Yes. やっと捕まえた。 A bullet tears through Perry's core without warning, sending her body crumpling to the floor. Her eyes grow dim. The vivid young girl just a moment ago now lies dead, a look of trepidation frozen on her face. Then everything plunges into a bottomless darkness. 毎度あり、いい取引だった。負けてくれてありがとうございます。はは、じゃないと値引き交渉で日が暮れちまう。で、あんたが例の指揮官するか。ペリーからいろいろ聞いてる。今後もひいきに頼むぜ。はい、もちろん。指揮官様、まだ買い物が残ってるので早く次行きましょう。ニールさん、失礼します。おお、しばらくはここで店構えてるから気が向いたら来てくれよな。 The commander and Perry wander through the bustling marketplace, quickly striking a number of quality orders through Perry's connections. They are greeted by underground brokers acquainted with Perry along the way. 一体どっちが汚染エリアに詳しいのかわからなくなってきたわね。前職の貿易会社のつてで闇ブローカーには顔が利くんです。それにしてもずいぶん交渉に慣れてるわね。お金に敏感じゃないと商売できませんから。私がいれば悪徳闇ブローカーにぼったくられる心配はありませんからね。ええ、頼んだわよ。The commander pats Perry on the head. The petite doll happily savors the brief moment shared between the two of them. やっと二人っきりになれましたね。さっきはみんながいたから近づけませんでした。やっぱり小さいと不便ですね。出荷テクノロジーの依頼は無事終わったし、エルモ号のメンテナンスが終わるまで気晴らしできるんだから、みんな浮かれてたんでしょうね。さっきまで騒がしかったのに、もうどこかへ行ってしまった。市場は珍しいのでわからなくはないです。エルモ号で留守をしていた人形も任務帰りの人形もみんな来てます。リンドさんはケイキューさんに呼び戻されちゃいましたけど、クローザさんとアンドリスさん、それにミシティさんはメイリンさんのお手伝いに行きましたね。みんなのことが好きなのね、ペリーは。もちろんです。久しぶりに会えたんですから。師匠もいれば。Perry gazes over the winding market stalls and the bustling crowds. The fleeting sadness crosses her face before she brightens up again. それよりどうですか、この闇ブローカー出張市場は。賑やかですよね。新鮮な気分ね。こういう催しがあるのはポルドニッツァから聞いていたけど、参加するのは初めてね。近くでやっていて助かった。初めてなんですか？ええ、どこで開催されるかわからないし、エルモ号の航路とはいつもすれ違っているからね。ここまで大規模なものとは思わなかった。闇ブローカーのこと
甘く見ない方がいいですよ。あとはここが大型集落なのも関係ありますね。汚染が広まる前に建設中だったターミナル駅を中心に発展したそうです。 Is it just me, or are they taking like big liberties on the translations for this? Like, there's a lot of dialogue lines I'm hearing that are not as lengthy as the English here. 住まいを失った人たちにとってそのまま利用できる建築物はありがたいですからね。今回の主催者はこの一帯を仕切る大物闇ブローカーです。なのでここを選んだのも不思議ではありません。とはいえかなり入念に用意していますね。汚染エリアじゃまず見ないカフェやジムなどの施設まで新しく作られています。闇ブローカーや賞金ハンターはもちろん、グリーンホワイトエリアのような政府エリアから来た一般人や普通の商人が来ることも想定しているんでしょうね。これほどのイベントを主催するとなると相当な大物ね。にしても今回のイベントの名前はだいぶ落ち着いているというか、ポルドニッツァが主催した時とは大違いね。確かメルクリウスのなんとか。メルクリウスの導き、商業の神に導かれ馬を飼い道を作りローマに繁栄をもたらす。洒落た名前だろ。 Politnitsa nonchalantly appears beside the two without uttering any greeting, as if she had been tagging along this whole time. ポルドニッツァさんらしいネーミングだと思います。イベントの名前はいつも主催者が決めてるので個性が出ますよね。闇ブローカーにとってこの上ない栄誉です。私もいつかは。それならエルム号じゃなく私のキャラバンに来ればよかったのに。あんたなら3年で一人前になれるよ。目の前でヘッドハンティングなんてひどいじゃない。そちらさんは約束の時間よりずいぶん遅れたんだ。人を待たせるのはひどくないのかい？約束？どういうことですか？ Seeing Perry's perplexed expression, Politnitsa makes a pleased gesture and hands the floor over to the commander to explain. ポルドニッツァは闇ブローカーの代理人よ。あなたが今回この市場に来たのは買い物はもちろん、本命はトンプソンの情報でしょ。顔が広いポルドニッツァに頼らない手はない。お得意様に頼まれちゃ断れないね。適当にブラブラしても情報は入ってこない。まずはこの辺に一番詳しい人間、つまり今回のイベント主催者の薬物マンと接触するべきだ。彼とはどの程度の仲なの？会うのは久しぶりだが口は聞いてくれるだろうさ。あちらさんのキャラバンはこの辺りでは最大の勢力なんだ。こんな場所でどうやってこれほどの勢力を築けたのかは疑問だけどな。そろそろ約束の時間だ。商人は信用が一番大事なんでね。無駄話は後だよ。With Politnitsa as our guarantor, we bypass several guards and ultimately arrive at Jakub's place, the most upscale-looking two-story tavern in the entire settlement. ドンペリだ。 After seating Politnitsa and her company, Jakub snaps his fingers and beckons over his waiters to serve them alcohol. Only then does he smile and greet Politnitsa. 久しぶりだな、ポルドニッツァ。私のことを Jacob 覚 or えていたとは。 Jakub? それはこっちのセリフさ。 Maybe I'll hear it in the まさか招待 dialogue. 状の送り主があんただなんて夢にも思わなかったよ。イメチェンでもしたのかい？ホワイトエリアのお高く泊まってる連中と同じなりしちゃって。
As she doesn't say it. Noticing Polonitsa's gaze sweep over his well-tailored suit, Yakub smiles. I'll call him Yakub until I know otherwise. ビジネスにおいて第一印象は寛容なのでね。メルクリウスの導きでお前がありったけのルビーをまとめ買いした様子は記憶に新しい。私なんか地道な工夫ばかりだ。いいものには相応の対価を払う。あんたも服だけに金をかけたわけじゃないだろ。商人として当然のことだ。もっともお前に教えられたことだがな。世間話はこれくらいにしておこう。ご友人を待たせては悪い。Yakub waves his hand, and all the neatly dressed waiters reverently pour champagne into the guest glasses. Without paying close attention, one can easily miss the weapons holstered on their waists and a glint of silver hiding in the shadows. ポルドニッツァから噂を聞いて、ずっと会えるのを楽しみにしていましたよ。エルモ号の指揮官。では、出会いと再会を祝って。Yakub gracefully raises his glass, as if celebrating the opening of a grand party. こちらこそよろしくお願いします。 The commander and Polonitsa also raise their glasses and take a symbolic sip of the champagne within. 今回の催し、ご満足いただけてますか？どうなんだい指揮官ペリー。もちろんです。 Patty, who has been waiting for her moment, immediately takes the chance to jump into the conversation. 品揃えは豊富だし、普段見られない貴重品もたくさんありました。大変でしたよね。 Yakub's face fills with even more pride. よくお気づきに。あなたも闇ブローカーなのかな？まだまだ駆け出しですが、業界経験自体は豊富です。交易ルートも情報提供もきっとお役に立てます。私の連絡先です。どうぞよろしくお願いいたします。 As if on cue, Perry hands over her contact info. Yakub lets out a puzzling chuckle as he glances at Perry's information. How's it going, Char? Or... Sorry, I'm not sure how to pronounce your name properly, but... イエローエリアによくいる情報屋か。情報は大事ですよ。実を言うと、ヤクブさんにお聞きしたいことが。 Perry briefly explains her request to Yakub. トンプソンについてですか？協力したいのは山々ですが、残念ながらこちらも情報がありません。ただ、Yakub pauses, then eyes Perry with a scrutinizing gaze, as if assessing her worth. ここら一帯を仕切る闇ブローカーとして心当たりはある。そうなんだ。 Nice. Good to hear. Yakub chuckles and turns his gaze towards Polonitsa. もちろん、ポルドニッツァの顔に免じて手がかり集めには協力しましょう。伊達に一大勢力を築き上げていませんからね。ただしこちらが集めた情報もソースはよその人間。信憑性は保証しません。Are they covering the UMP stuff? Because I know that they had dropped the one character that was basically like UMP 40, but not. Or is it a different depressed? There's a lot of them after all. お友達価格にも限界があることをあらかじめお伝えしておきます。 The smile on Yakub's face grows wider, only now does Perry understand the meaning behind it. The pride is the biggest broker in the region, and perhaps a tinge of content.
Still, only someone truly capable can afford to display such an attitude. そうですね。 Harry lowers her head in thought, fully aware that she's in no position to cover the cost of such intel. Okay, I'm not familiar with that one. I didn't get terribly far in the first game's story because I had played the Chinese server and I'm not versed in Chinese. 指揮官様。さすがイエローエリアを渡り歩いてるだけある。価格交渉は基本中の基本だ。キャラバンを抜けた時のこと忘れたとは言わせないよ。いや。 Although Polonitsa's smile remains elegant as ever, that natural oppressiveness in her eyes suggests she is used to looking down on him. Excuse me. The relationship between the two doesn't seem to have been friendship, or at the very least, it wasn't a friendship built on equal footing. 誤解されては困るな。こちらの指揮官を私は大層気に入っている。 Yeah, I know in CN they had dropped the new doll that has like the really revealing outfits, but I didn't look into which gun she was supposed to be. なのでチャンスをあげましょう。明日開催されるゼマンラリー。私の名前を冠したこの大会を勝ち抜けば、情報を含めどんな商品も買える権利が与えられます。それがあんたの考えた誘致イベントかい？その通り。政府エリアの提携先は実力のあるキャラバンを好みます。どんな取引も商品が汚染エリアで台無しになっては話になりません。ルールは？自信のある人は好きですよ。このレースは本来提携パートナーを選抜するためのものですが、今回裾野を広げるために闇ブローカー以外の人間も参戦します。Oh, they're dropping her in global already? Jeez. Shoot. Hang on. I just noticed my chat overlay is being covered by my avatar. I'll just put myself over here. Yeah, it's really kind of hard to keep track because they're basically shuffling the characters that we get in global in comparison to the CN release schedule. I don't know if that's just so that they can kind of fix like story retcon stuff, or if they're actually doing it intentionally for another reason. Because typically with gacha games, the servers that are ahead of the like EN server typically just follow the same release schedule as the originals. パフォーマンスに応じて参加者には出張市場で利用できるポイントが付与されます。もちろん、相手が私でも商品が情報の場合でも。That's also why we still don't have like Lena and such. 私はね、金もリソースも腐るほどあるんですよ。本来値段にこだわる必要はないのですが。ポルトニッツァの友人であるあなた方にはつい期待してしまいます。Kind of strange that they didn't release them chronologically in CN. 百部さん、闇ブローカーというよりなんだかホワイトエリアの商人のようでしたね。Okay, I just pronounced that.
Faint frown appears on Perry's face, seemingly puzzled by the earlier exchange. ああいうスタイルなだけで根っこは同じさ。Back. There we go. 昔何かあったの？因縁があるような口ぶりだった。あんまり勝手な言いがかりはつけない方がいいよ。今のヤッコさんは大物だし、向こうの方が優位に立っている。イエローエリアの闇ブローカーと一緒にされたくない態度だったね。I don't know, the only problems that I've directly heard about from CN was the issues with Dion's backstory, as the bunch of the fans got upset about the cucking incident or whatever. そうですね。手段はあるんですから、利用し Other than that, I haven't heard of anything specifically, but probably just because I don't hang around communities that would know about that kind of stuff. ヤコブさんは私たちの価値を見定めているんです。やっぱり商人にとってそれが一番大事ですよね。早くレースにエントリーしましょう。毎日ポイントを獲得できるなら早いうちにやっておいた方が。ポルドニッツァも一緒にどう？私は遠慮しとくよ。もともと参加するつもりもない。何か事情でも？来た時に見えなかったかい？外に止められた改造車が。もちろん。来るかいとサブリナ、部下の人形たちがすぐに見に行った。レース用なの？そうさ。どんな改造が施されてるか分かりゃしない。忠告しておくけど、これは衛星都市で開催される行儀のいいレースとは別物。後悔はしないことだ。That would definitely be a problem. Did they ever figure out or talk about why he, like, what motivation he would have had to do that? Because, like, it's kind of a specific thing to do. You usually have a good reason to do something like that. Or unless he was just incompetent. Commander looks at Perry, only to find her with an even more resolute expression. 分かっています。でも師匠を見つけるためならどんなに可能性の低い方法でも。とにかくエントリーしておきますね。あ、これ私の連絡先です。今後もよろしくお願いします、ポルドニッタさん。Loditsa shrugs and flashes the commander a resigned smile as she watches Perry run off. ほら、行ってきな。 Corporate sabotage, huh? Almost like seems like he worked for like a competition or something, like another game that would have directly butted heads with the girls' front line. In no time, Perry and the commander reach the registration booth. The registration process is automated, but 2 staff members are present to assist participants with any difficulties. ゼマンラリー、ここですよね。思ったより人が多い。よく知ってる顔もいるけどね。Standing in front of the booth are the very same dolls from the Elmo that went off on their own. Sabrina, who spots Perry and the commander first, immediately calls out enthusiastically. 指揮官、ペリー、来てたんだ。まさかそっちもレースに？サブリナさんとみんなもそうなんですか？お姉ちゃんは改造車と勝負したかったんだけど、ならレースに出ろだってさ。
Well, I'm glad at least that they're putting in the hard work to rewrite the stories so that they make sense, and instead of scrapping it entirely. Hmm. 指揮官たちはどうして？買いたいものがあって、これで一稼ぎしようと思ってね。Yeah, that sounds pretty wild. Like, I'm sure we'll never know the specific like details behind the scenes and stuff outside of what they've publicly announced, but やっぱりポイント目当てなんだ。フェリーなら絶対目をつけると思ってたよ。Barry's arrival, the registration booth becomes even more lively. Another group searching for the commander is able to spot him quickly upon seeing the commotion and weaves through the crowd to catch up. やっと見つけました、指揮官。Springfield and the dolls of the Zucchero Cafe approach from the direction the voices come from. I'm like trying to remember what the Centauri Sea event story was. Like, that was... No, the one I'm thinking of is Macchiato's event. When the cafe gets first introduced into the story. 今夜の宿泊先を手配しました。賑やかですね。ここで何を？私たちのことを忘れたのは確かね。お疲れのようですが、本当に大丈夫ですか？うん。シャークリーのダンスで元気にしてあげるよ。大したことない。明日のレースにエントリーしようとしてたところ。あなたたちもどう？ああ、これが宿屋の主人が言ってたレースなんだ。勝てばみんなシャークリーに注目しちゃうよね。でも一人だと危ないな。誰かに協力してもらわないと。Mumbling to herself in feigned frustration, she swiftly approaches Sabrina, who is indulging in her ice cream cones. The rest of the story answers fault. Is that where the they find the Boojum in the underground like area with the other PMC, or because I know that was partly like event story and partly main story. It's kind of like blended together in my mind at this point. ねえサブリナ。 As soon as the word leaves Sharkery's mouth, Perry jumps between the two. サブリナさん。 Okay. 私と組みませんか？ That's probably why it was hard for me to like remember it specifically. It was because of how it was just kind of like a continuation of the main story events, and just... ああ、シャークリーが先なのに。 Perry does not concede one bit and continues to ask Sabrina about her partnership. ポイントは
に必死にならなくてもよくない？Sabrina, equally taken aback by Perry's earnestness, hurriedly wipes the ice cream off the corner of her mouth. よくわからないけど、一緒に組もうね、ペリー。つまんないの。Yeah, I have one friend that also plays, was talking to me about that the other day. Watching from the sidelines, but Bielka immediately follows suit and throws her arms around Kukai and starts acting coy. ねえねえ、お姉ちゃん、ビオーカと一緒にレースに出よう。絶対 I wish I had that much. I spent most of mine without remembering the Dorito shop existed, or it was coming up soon, getting more Planetas. 足を引っ張られても優勝は私のものよ。それを証明してみせるわ。嘘ってことは組んでくれるの？やったー。404の敵は404が撃つ。それより話しなさい。熱い。Ed deliberately stares at the Jikaru ladies in the distance. 面白くなってきましたね。センタウレイシーさんとマキアートさんも参加されてはいかがですか？ Oh yeah. I wish I could roll more often, but I'm kind of a poor boy right now, so it wouldn't be a smart move. こんな遊びにほうけてる時間はないわ。それにあいつに注目されない限り意味なんかないし。 I didn't even know that you could do that. I probably never saw the interface option for it. Because I know that you use them for reinforcement. What? The side? No, that's attachments. 優勝したら嫌でも目立ちますよ。そうかしら。指揮官も何か欲しいものがあって参加したんだと思いますよ。マキアートさんが優勝してそれを渡すのもまた一興かと。ご主人様のお役に立てるなら私がズッケロの名義で参加してもよろしいですか？参加しないだなんて言ってないじゃない。あいつに欲しいものがあるんだ。とにかく私も出る。 I'll have to check once this event dialogue is over. Most dolls have formed their teams and registered following the system's on-screen prompts. The originally tense rally under the influence of such an atmosphere now seems like a recreational activity while on vacation. リゾートの時も運営側にいてあんまり遊べなかったでしょ。今回は一緒にハメを外そうじゃない。お気遣い感謝します。ここで断ってしまっては野暮ですね。参加者の皆様にお知らせです。エントリー終了後、すべての車両は羅針盤ナビゲーションシステムのインストールをお願いいたします。インストール終了後は速やかにレースに備えてください。 The announcement from the registration booth sounds promptly as the participants complete their registration. ナビ？そんなのいらないでしょ。 A broker working at the booth pokes his head out after hearing the participants' complaint. 聞き捨てならないですね。羅針盤システムはナビだけでなく、すべての車両の位置情報と配達地点の共有機能も備わっています。皆様の安全とレース状況の把握において極めて重要です。それなら仕方ないですね。ところでさっきのアナウンス、もしかしてレースはこの後すぐなんですか？
じゃあ急がないとね。 That's generous of them. そっか。じゃあシャークリーも早く協力相手見つけないと。誰にしようかな。 With Perry and Sabrina's departure, more and more dolls realize it's time to set off, and the bustling booth moments ago has suddenly calmed down. At midnight, all the dolls have long gone into hibernation, either due to all the antics during the day or in preparation for tomorrow's rally, except Perry, who suddenly boots up. Perry leads through the winding market rows gracefully without switching on any light, as if she's long been familiar with this place. After a good few turns, Perry arrives at an unremarkable corner. The bustling of the fair in the distance obscures Perry's deliberately lowered voice, and the shadows cast by the surrounding walls become her best form of concealment. 絶対に見つけないと。 Her mumbling echoes erratically in the dark of the night. Alright. Finally, her voice stops. After carefully checking the perimeter, Perry quickly departs. Around 2 minutes later, a hidden onlooker slowly paces over. Springfield follows Perry's steps to the corner Perry briefly stopped by, only to find a dead end with no one there. However, the place isn't entirely empty. Something is parked there, eerily out of place. It's a modified Jeep, as the vehicle Perry prepared for tomorrow's rally. Okay. Vroom. Ah, down here. Okay. Yeah, I'm sure probably have a crap ton of the blue rarity. Alright. Well, it's good to know. Probably won't do it right now, but... in the blue ones I could probably get rid of. Although I imagine there's far more than 100 here. Yeah. They're not gonna change this, like, when they release the Dorito store, right? It's only the purple ones that give you that currency.
Mm-hmm. Yeah, I'll worry about it later. Oh, I got ways to go through part 2 here still. I felt like it took forever going through that first node by itself because they had so much dialogue. Outside the crowded fair, an assortment of the brokers' modified vehicles gathered by the starting line, awaiting the signal. Above the track, an announcement repeats endlessly. 本レースにおいてコースは限定しませんが、いくつかの配送地点を通過する必要があります。その際のタイムと商品の状態に応じてポイントが付与されます。They're basically having a lengthy race to offload cargo. That's curious. Yeah, I don't have a problem with reading it. It was an unusually a large amount of dialogue for a single node is what I was kind of referring to. I guess because it was the first one. 配送地点では補給と修理を行います。ご不明な点がございましたら運営へお問い合わせください。I avoid the rowdy crowd by the racetrack and reach the spectator platform next to the starting line. The participating dolls sit ready in their respective vehicles a short distance away, poised for action. Harry pokes her head out of the window and waves at me when she sees me get close. Sabrina, riding shotgun, also joyfully waves at me. Might as well be watching, like, anime episode lengths there with that. Over on the other side are the three teams from Vizicaro, Springfield, and Santurisi, each in their own vehicle, with Macchiato and Sharpery together on another jeep. Noticing my gaze, Springfield flashes me a smile from afar, while Santurisi nods at me. Meanwhile, Macchiato simply glances at me before quickly turning her head ahead to focus on the track, seemingly saying something to Sharpery. 他のやつらに目移りしてないでしょうね。リラックスリラックス。勝利の女神の指揮官はきっと私たちズッケロの味方だよ。あんた聞いてない。 So, which gun waifu are you waiting to see get implemented into GFL2? Macchiato glimpses at the jeep to her side. Kukai, with her hand on the wheel, returns a cold gaze, in contrast to the green-haired doll in the passenger seat who's bursting with excitement. Yelka closes her mouth and looks ahead intently with her rifle firmly in hand. Before long, she turns around and pulls a silly face at Macchiato while triumphantly waving her fist.
2 1 Shot rings out and countless vehicles are off to the races. After departing from the fair, the cramped cluster of vehicles soon disperse in different directions, each of the dull teams heading toward their planned direction. Before long, Perry and Sabrina's vehicle rolls into a valley with Springfield and Centurici following close by. さすがズッケロ。スプリングフィールドもセンタウレーシーも食らいついてる。2台なのに息ぴったりだね。周りの闇ブローカーなんて目じゃないよ。 DP12. I have to look her up on Wiki because I need to remember. I vaguely think I remember what she looks like, but. Okay. Okay, this wiki does not like being on my phone, apparently. Yeah, I definitely didn't have her when I played. She's probably newer. うわ、あっちの闇ブローカー降ってきてない？ Honestly, I'm waiting to see G41, although I'm a little concerned that they might change her design rather drastically. 手榴弾？そうだよね。普段はあんなにおとなしそうなのに、これじゃバレアグと同じだよ。汚染エリアの環境とバレアグを相手に生き延びてきただけありますね。さすがに殺す気ではないと思いますけど。そうは見えないけどね。それもこれも全部隠しルールのせいかもしれません。隠しルール？はい。配送タイムと商品の状態によってポイントが加算されるし、わざわざ復活なしの脱落制度まで設けてるんです。それなら相手の邪魔をして脱落に仕向ける方が得策です。このレースの本質はセーフエリアの人間が実力のあるパートナーを探すための選抜ですから。でも今の相手ではスプリングフィールドさんたちを倒せません。そうだね、ズッケロのみんなが敵じゃなくてよかったよ。絶対に勝てないもん。はい、だからここは距離を稼ぎましょう。捕まっててください。I want to throw in here, not that it matters much. That team. Level 15 enemies are gonna die in like nothing anyway. Eddie and Sabrina continue their dash towards the checkpoint after fending off a few groups of elids in their path. However, they shortly run into another firefight. Yeah, I started
I started looking at this is a guy on YouTube that has kind of summary videos of the events and stories stuff from the first game. That way I can at least try to catch up a little bit, but a small jeep suddenly bursts out of the barren landscape and struggles to complete a hard turn upon the field. Several modified vehicles are in pursuit, with the crew aiming and shooting their guns at the small jeep. Under the command of their leader, the men inside the cars open fire. Bullets rain down on the small jeep. あっちの闇ブローカーおっかないね。ずっとあのちっちゃい車を追ってるよ。これが商業競争か。競合チームのようですね。でも避ければどうということはありません。Harry steers her vehicle to avoid becoming entangled, but the opponent does not seem to be in the mood to let them off the hook. The vehicle soon chases after them, and bullets start raining down. そんな追ってきてる？サブリナさん。オッケー。 As Perry hits the gas, Sabrina stands up and fires back, forcing the pursuing vehicle to peel off and head for its original target. The small jeep that barely got some breathing room is once again sent scurrying under relentless gunfire. Oh. No problem. Thanks for tuning in, man. Have a good rest of your day, or night, or whatever. やった！でも Sabrina looks at the encircled jeep in the distance with concern. どうかしました？あの中にいるの小さい女の子の気がする。子供でも闇ブローカーになれるの？ Harry takes a look over curiously. The petite girl in the driver's seat is struggling to maneuver the vehicle amidst the hail of gunfire. ちょっとひどいね。サブリナさん、行きましょう。 Harry clutches the steering wheel and glances at Sabrina. 一方的にいじめなんかさせない。はい。 On the other side, outside delivery checkpoint 2, 店長も他の人もいない。シャークリーたちが一番乗りだ。ふん、帰ったらあいつに。 without warning, a bullet whizzes past the window. Sharkry sends the wheel flying, and the jeep drifts in an arc across the sand. However, more bullets start flying towards them from afar. The source of those bullets is a silver-haired doll, her countenance cold and her gun raised. Her black jeep rapidly approaches their position. なんなのよ。 Macchiato grabs her gun to fire a few warning shots at the wheels of the adversary from the front passenger's seat. However, the silver-haired doll is already prepared for such a response and sharply whips the jeep around, avoiding the incoming fire. A green-haired doll fires another volley of bullets from the newly exposed side window. 勝つのは404だよ。シャークリー、援護。 Macchiato fires back defiantly, directing all her bullets at the fuel tank of her opponent's vehicle. Unfortunately, Klukai anticipates the counterattack again and dodges it with another swing. Her expression turns grim as she returns fire. 前の依頼でアンドリスとミスティを倒したからどれほどのものかと思ったけど、訓練を倍増しないといけないようね。ははーん、404の隊長さん、敵討ちしに来たんだ。どうする？マキアート。反撃に決まってるでしょ。
Macchiato raises a rifle and fires again. むしろちょうどいいわ。いつも偉そうに私がいれば十分とか言いながらあいつのそばをうろうろして、それはこっちのセリフだっての。 Is. 怖いなあ。嫉妬深いと嫌われちゃうよ。誰が嫉妬なんか。 Taking advantage of Macchiato's momentary lapse in concentration, Hyde 4-4's bullets strike the door of the vehicle while their black jeep rapidly approaches and slams into Macchiato's vehicle. Ukai then keeps her jeep parallel to Macchiato's in a show of force. なら勝負しようじゃない。404とズッケロ、どっちが上か。指揮官が他の人形に抱く無駄な期待を捨てさせるいい機会だわ。やってやろうじゃない。何してんのシャークリー。このまま間合いを詰めさせる気。 The two vehicles quickly pull apart again, muzzle flashes bursting between them. マキアート、荷物が落ちちゃうよ。うっさい。404なんかに先を越させない。 Several hours after the start of the race, one team after another finally reaches the finish line. Harry and Sabrina's vehicle is in the lead, barreling into the resting zone with Springfield's and Centurici's vehicles following close behind. Sabrina jumps out and grabs Perry in celebration as soon as the vehicle stops. やったね、メリー。勝ったよ。やっぱり私たちが組めば怖いものなしです。おめでとう2人とも。今日の MVP ね。ありがとうございます。ねえ指揮官、ペリーのハンドルさばき結構すごかったよ。明日は私たちと来ない？ギャラリーに徹したいから遠慮しておくわ。Springfield and Centurici also approach during the conversation. ペリーさんとサブリナさん、息ぴったりでしたね。スプリングフィールドさんとセンタウレーシーさんもすごかったです。あの手強い闇ブローカーがいなければ勝ったのはそちらかもしれません。今日は負けましたが、明日は本気で行かせてもらいますよ。こっちも全力で応戦するね。 Group chatters as they head for the registration booth. I follow behind them, but can't help looking back at the racetrack. As broker teams continue rolling in, certain figures are still nowhere to be seen for some reason. 指揮官、どうかしましたか？ああ、あと2台残ってるはずだけど見当たらないわね。マキアートさんとクルカイさんのことでしたら、先ほどシャークリーさんがメッセージをくれました。どうやら第2配送地点付近で激しく争った結果、双方失格となったようです。今頃おそらく運営と口論しているでしょう。センタウレイシーさんが様子を見に行ったのでご心配なく。まっ Of course they did. しょうがないわね。彼女たちらしいですね。 Shortly thereafter, the participants' scores are logged into the system by the staff. Harry sighs in relief after seeing the string of numbers behind her name grow in digits. 今日稼いだポイントで情報変えないかな。ちょうど本人が来てる。直接聞いてみるといいわ。 Harry looks up and realizes the host of the event is standing right before her with a smile. Yakub now seems far more friendly, unlike the subtle arrogance he displayed yesterday. おめでとうございます、ペリーさん。大活躍でしたね。噂になってましたよ。いえいえ、そんな。
今のポイントで師匠の情報と交換できますか？聞くと思いました。ですが残念ながらまだ裏取りが必要です。貴重な情報はそれ相応の対価が求められる。そちらは引き続き準備の方をお願いします。裏取りが必要ということは手がかりはあるんですね。あとは私でやりますので、今日のポイントと足りなければ私の貯金から。申し訳ありませんが、生半可な商品を提供するつもりはありません。引き続きレースに参加してください。ポイントが多ければ多いほどそちらの手札も増えますよ。そうですね。ペリーさんなら分かっていただけると思いました。では健闘を祈ります。 Perry's shoulders subtly slump down as she watches Yaku walk away. I sigh silently and pat her gently on the shoulder. 焦る必要はないわ。情報交換が盛んなイベントよ。時間をかけた方が肝心な情報が集まる可能性が高い。ですよね。ありがとうございます、指揮官様。 Perry perks up again and nods, clenching her fists in the process. じゃあ私はこれから準備に。すみません、待ってください。 The young girl with an overstuffed backpack squeezes her way through the crowd and grabs onto Perry. She wipes the grime off her face and grins at Perry cheerfully. ペリーさんですよね。アミンダって言います。レース中はありがとうございました。あなたは確か強豪チームに目をつけられてた。そうです。弱小チームを狙うなんて卑怯ですよ。ペリーさんたちのおかげで生き残れました。本当にありがとうございます。いえ、当たり前のことをしただけですから。これ、私の連絡先です。私にできることがあればいつでも呼んでください。物でも情報でも何でもありますよ。情報が欲しいです。トンプソンって人形知りませんか？私の師匠で汚染エリアで失踪したんです。トンプソン？聞いたことないですね。あっ！ Aminda suddenly freezes. She stares ahead, rubbing her eyes in disbelief. I follow her gaze, only to see Young Yu dragging Xiao Hui at a full sprint towards us. They have also come to participate in the fair after handing over their duties to Mickey and Andorus. Evidently, Xiang Yu seems to be the one more enthralled by the bustling fair. Without Dion's supervision, Yang Yu spent the entire day strolling through the dazzling rows of booths. Because of this, the two of them did not attend the rally race. 長期と市場を回って面白いもの買ってきたよ。指揮官、アミンダ。長期。Choki? That's what they said. Minda rushes over and gives I wish I knew how to pronounce it exactly. Chokui? Is that what it is? Tight bear hug. Chokui wipes a tear off of Aminda's face as the corners of her mouth rise into a stiff yet heartfelt smile. 久しぶり、アミンダ。Chokui introduces her companions to Aminda one by one. なるほど。この子が長期の言ってた闇ブローカーの知り合いね。道理で聞き覚えのある名前だわ。お世話になったのは私の方です。少し前に通信で気の合う人と出会ったって聞きましたが、まさかこんなに早く本人と会えるなんて。Chokui looks at me and class awkwardly before switching the conversation to another topic. アミンダ、そっちの戦力は足りてる？必要なの？私が出てもいいけど。
夫。仲間はもう見つけたから。あのチームのこともちゃんと避けるし。 Seeing that, Shokui's demeanor stays somewhat grim. Aminta tugs on her hand. 心配しないで。こう見えても自分のキャラバンを持った闇ブローカーなんだから。うちにはすごく強い戦術人形もいるし、今日は用事で出られなかったけど、見たらあんな奴らに負けないもん。シュウカって言うんだけど、長期の仲間と同じ元グリフィンで。お、 Aminta looks at me and suddenly hits herself on her head. まさかあなたがシュウカのよく言ってた指揮官ですか？そのシュウカって Chuka. ああ、シュウカというのは今の名前で、スティグマは確か97式ショットガン。97式ショットガン、あなたのとこにいたんだ。あの子元気？はい、強いし料理も美味しくてみんなに好かれています。いつも指揮官って言ってて、事情があってグリフィンの知り合いに会えないとか。 Aminta looks at me and the dolls around me, baffled. その事情についてだけど、今は気にする必要はないって代わりに伝えてくれる？なるほど、わかりました。きっと喜びます。でもそうなったらまた新しい人形を探さないとな。 Aminta seems to have something else to say as well, but a ringtone suddenly erupts from her pocket. She jumps around as she tries to take out her terminal. そういえば仲間と会う約束でした。では皆さん失礼します。長期、レースが終わったらまた遊ぼうね。ベリーさん、探してる人の情報が入ったらすぐ教えますね。はい、ありがとうございます。 Aminta scurries away. After her departure, Perry soon takes her leave in preparation for tomorrow's race. Shokui, Yang Yu, and I return to the fair for a quick gander before each goes our ways. クラクラする。ポルドニッツァと飲み比べなんてするんじゃなかった。 After parting ways with Shokui and Yang Yu, I unexpectedly ran into Polonitsa and got dragged into a tavern to discuss business. It was already well past midnight by the time I left the tavern. Most of the booths had closed, and the bustling fair had fallen silent with nary a presence, where the night is lit only by the flicker of dim lights. As I slowly make my way back to the quarters while cradling my head, I seem to catch a faint, unintelligible mumble coming from a secluded alley. 絶対に見つけないと。 この声。 Why is she like flash banging with her voice? That's so strange. I followed the voice into the alley, only to see a silhouette resembling Perry rushing out and immediately disappearing into the darkness of the night. Perry? Confused as I am, I look back the direction she came from. In the dimly lit dead end, the very jeep Perry used for the rally race quietly sits there. どうしたのかな？車が壊れた？ Just as I'm about to inspect the vehicle, another voice sounds from right behind me. 指揮官、大丈夫ですか？スプリングフィールド、どうしてここに？ポルドニッツァさんに連れて行かれてから音沙汰がなかったので探しに。さっきのはペリーさんですか？やっぱり見間違いなんかじゃない。あなたも見たのね？はい。誰かと話しているようだったけど、相手がいなかった。通信かしら？だとしたら、どうしてこんなところで？ As I attempt to step into the alley to inspect it further, I trip over a stone slab protruding from the ground and almost fall over before Springfield manages to catch me and help me up. 指揮官、今夜はもうお休みになった方がいいかと。ペリーさんには明日聞きましょう。そうね。 I am indeed exhausted after all that drinking with Polonitsa.
but I still can't shake that sense of unease. こんな夜中に何しに来たのやら。心当たりはない？いつもと様子が違うとか。Springfield ponders for a moment and raises her eyes calmly. ないですね。車の様子を見に来ただけかもしれません。ポイントにこだわってましたから。そう。早く見つかるといいわね、トンプソン。ええ、寒くなってきました。お部屋まで送ります。Still concerned about what occurred last night, Springfield and I decide to pay Perry an early visit to see if she needs any help, or at the very least, some comfort. However, Perry's room appears to be empty, with no sign of her anywhere. もう会場に行ったの？昨日は激戦でしたし、念入りに準備しているんでしょうね。そう。私たちも行きましょう。作戦終了。帰ろっか。Crossed over into the next day. Yes. I'm being so disruptive. As Springfield and the commander arrive at the track, Perry, who is stretching next to her vehicle, greets them with her usual cheerful smile and enthusiastic hand waves. 指揮官様、スプリングフィールドさん、いよいよですよ。調子が良さそうじゃない。昨べはちゃんと準備したのね。絶対に勝てるルートを一晩かけて割り出しました。待っててくださいね。すぐに戻ります。一晩で地形を把握されたのですか？すごいですね。いきなり後ろから話しかけないでくださいよ。すみません。ですが、配送地点が変わらずとも、汚染エリアは常に危険と隣り合わせ。いつ生きむくろやバリアーグに出くわすかわかりませんから。大丈夫です。サブリナさんと一緒なら今日のレースも勝てます。そうだね。ところで今日は私たち以外はスプリングフィールドとセンターレーシーしかいないんだね。 Sabrina looks around the track. あれ、確かに脱落してもレース会場には来るはずなのに。シャフリさんもいつもスプリングフィールドさんについてきてるのにいないし。 Amidst the duo's confusion, Springfield offers her explanation. シャークリーさんをお探しですか？はい、ちょっと心配で。 Springfield smiles wryly. 昨日のレースでクルカイさんとマキアートさんの争いに巻き込まれる形で脱落しました。今は部屋で拗ねています。そうなんですか。クルカイさんたちも同じ理由ですか？マキアートさんはポイントが稼げなくて拗ねていましたが、クルカイさんの方は。センターレイシーさん、何か知りませんか？今朝お部屋を訪ねてみたのですが、いませんでした。彼女の性格的におそらくトレーニングかと。そう
ですか。ちゃんと慰めてあげてくださいね。ええ、任せて。まもなく開始します。参加者は位置についてください。ああ、始まっちゃいます。お手柔らかにお願いしますね、ペリーさん。それでは行ってきます。 After some brief greetings, Springfield and Centaurisi turn to their own vehicles. Hetty, on the other hand, does not immediately embark on hers. She turns around and looks at the commander with an intense stare. 指揮官様、まだ行かないの？励ましてくれますか？ちょっと緊張しちゃって。繰り返します。参加者は位置についてください。Ignoring the announcement, Parody stares at the commander. 大丈夫。どんな結果になっても私はここで待ってるから。いいえ、今度こそ絶対に勝ちますから待っててください。よしよし、たかがレースでしょ。そんなに緊張しなくてもいいじゃん。行きましょう、サブリナさん。 Parody waves at the commander and then runs to her jeep alongside Sabrina. A few minutes later, the rally officially begins. Eddie and Sabrina cruise smoothly along their pre-planned route. あれ、ペリー、羅針盤の画面にピンがいっぱい刺してあるよ。ちょっと危ないんじゃない？え、どれどれ？ Eddie glances at the screen, a confident expression then appears on her face. ああ、これは息袋の巣穴やバリアーグの拠点です。昨日苦労して集めた情報なんですよ。迂回した方が足止め食らわずに済みますよね。すごいよ、ペリー。でもこれってリアルタイムナビゲーションだよね。マーキングまでできるんだ。上から聞いて知ったんです。どんな時でも情報は一番大事です。ちょうど得意分野で助かりました。 Eddie puts on a sly smile and winks at Sabrina. 商人たるもの、切り札は常に用意してないと。 Following the route planned by Perry, the rally's result is pretty much a done deal. The vehicle leads all other participants by a wide margin. すごい。 Wonder if she's これなら今日は cheating. 無傷で走り抜けそうだよ。 Like she hacked into the navigation system thing or something. さすがにそう簡単には。汚染エリアですから何が起こっても不思議ではありません。例えばほら。わあ、息袋だ。サブリナさん、いけますか？大丈夫、任せて。出撃。Where- Am I blind or something? Like, I don't see Sabrina. There's she. What? Oh, she's right here. Okay, that was strange. 配信開始。 Mix things up a little bit. みんなのために。 Not that it makes a difference. 交換するのは今のうちよ。交換するのは今のうちよ。思った以上に時間使っちゃったね。 Leaning against the window of the passenger seat, Sabrina looks quite regretful. もし息袋を回避できなかったらレースを完走する体力がなかったよ。これもこのレースの趣旨ですね。危険は常に思わぬところに潜んでいますから。
Suddenly, a silhouette draws their attentions towards it. ペリー見て、スプリングフィールドさんだ。車の様子を見てるようですね。私たちみたいに襲われたのかな。修理しているのなら手伝わないと。でも Seeing Perry's indecisiveness, Sabrina cheerfully retrieves the tool she always carried with her. 大丈夫だって、こういうのは得意だから。サブリナさんの能力を疑っているのではなく、レースが。ちょっと待ってください。順位を確認します。 Perry taps on the screen and the list of participants pops out. あれ、センタウレイシーさんが脱落？いつの間に。息袋に絡まれたかもしれないね。センタウレイシーが負けるとは思えないから、商品を破壊されたのかな。それなら多少ポイントが低くても脱落する心配はなさそうですね。じゃあ、はい、助けに行きましょう。任せて。 With Sabrina's eager anticipation, Perry rolls up to Springfield and parks her vehicle on flat terrain nearby. 気づいた気づいた。 Sabrina hurriedly hops off the vehicle and waves at Springfield. In return, Springfield waves back at the duo with a gentle smile. スプリングフィールド、車壊れた？大丈夫、すぐに直してあげるからね。 Without moving, Springfield nods and simply awaits Sabrina's approach. あれ？ Just as Sabrina is about to reach Springfield, she suddenly halts in a somewhat comical pose. A streak of familiar color was hiding all along in their blind spot, but is now revealed to her as she finally approaches. どうしました？ Perry walks up to Sabrina, wanting to see what she saw, then she too is struck by the sight and freezes in place. The scene unfolding before their eyes is completely incomprehensible, even to these two excellent tactical dolls. Right behind the vehicle, lying silently by Springfield's feet, is none other than Centurici. A gaping hole lies where her core is. スプリングフィールド、どうして？ Before Sabrina could finish, a bullet pierces her core. As Sabrina's body hits the floor, the dazed Perry quickly comes back to her senses, only to see Springfield with her rifle trained. While the usual soothing smile lingers on Springfield's face, her gaze is anything but. A cold-blooded viper is what stands before them. She stares down at Perry, as does the muzzle of her rifle. Faster than Springfield could pull the trigger, Perry dodges the bullet with a backwards flip. Then she sprints back to her jeep in a zigzag without ever looking back. Before the rounds coming from behind strike their target, Perry hops into the vehicle and drives off immediately. There's no time for her to take a glance at Springfield with the two dolls lying on the ground in a deep slumber. 作戦完了っと。あ、戻らなきゃ。料理が冷めちゃう。 What is happening? みんなのために。降参するなら今のうちよ。お待たせしました。想定通りの勝利です。本当は。 As gunshots rang out from behind her, the already terrified Perry is struggling to keep the vehicle under control. 何がどうなってるの？ Having nearly overturned the vehicle moments after stabilizing it, Perry tries her best to keep her cool and to maintain control of the car. After doing so, she immediately activates the compass system. 聞いてたら返事してください。これはどういうことですか？
No answer is bestowed upon her. Only Perry's helpless inquiry echoes within the empty and battered vehicle. スプリングフィールドさんから逃げられるルートを教えてください。 Her only chance at assistance, Sabrina, is gone. It was an immutable fact Perry witnessed with her very eyes. Sabrina was taken out in the blink of an eye and is laying by Centrisi now. But who's this Springfield? Perry knows. That's not Springfield, but it's not the Springfield of the past either. Betty tries to wrap her mind around the whole ordeal, but her neural cloud in complete disarray can't even formulate a semblance of an answer. While all this goes on, the voice that guided her has also fallen silent. 早くしてください。 But she's schizo. She angrily hits the screen displaying the map of the rally, yet the system interface merely flickers calmly, offering no response. I wonder if she shot Sabrina and she is seeing things wrong. As the bullets coming her way become even more precise, Perry glances back cautiously, only to find Springfield's vehicle right on her tail, nearly ramming into her rear bumper. Perry instinctively slams on the pedal, only to realize the vehicle has already reached its top speed. 落ち着いて。今はまず安全な場所まで逃げて外部に連絡を。 Yeah, I wonder if this is unreliable narrator. Well, unreliable protagonist kind of moment. あらあら。 Wow, why are they following us again? Damn it, they're hot on our heels. We need to think of a way to shake her off. You can get away? Your attempts are so cute. 危ないですよ。 Damn it, why'd she look down on me? Won't give up that easily. After temporarily shaking off Springfield, the compass system, which was silent during the entire encounter, finally reconnects. With a beep, it marks out a clear shortcut back to the fair on the display. 助かった。これはスタート地点までのルート？指揮官様と合流しろという意味ですか？一体何がどうなってるんですか？ Still no answer. 考えてもしょうがないや。 Without hesitation, Petty spins the wheel and heads towards the bearings the compass system outputted. もう追いつかれた。ここは突っ込むしか。 Under Springfield's unrelenting offense, Petty does not decelerate but instead rams right into the booth-packed alley of the fair. ごめんなさい。お店をカチカチして。 Expecting a whole lot of commotion, Perry only then realizes the fair is completely devoid of people. 指揮官様。 Despite the distance separating them, Perry quickly spots the commander. However, everyone simply stands stiffly in the middle of the street, frozen like statues, unconcerned with the chase unfolding in front of their eyes. やっぱり何かがおかしい。 Two shots ring out. Perry's modified vehicle, which has already taken a serious beating, has been dealt its final blow. Following a loud bang and thunderous rumble, the car is thrown into a roll and promptly lands on its side. No time to check on her damages, Perry crawls out of the vehicle and keeps fleeing towards the center of the fair. もうすぐだ。落ち着いて。あらあら、しぶといですね。
Springfield also steps out of her vehicle. With an amused smile on her face, she paces behind Petty and skillfully reloads her rifle, all the while haphazardly firing at the stumbling Petty. Bullet strikes both of Perry's arms. Her badly damaged frame can no longer maintain her balance as she crumbles to the ground. Battered and bruised, she keeps moving forward. Meanwhile, Springfield inches ever closer until Perry is completely immobilized. Ahead of them lie the original rail tracks of the station. Springfield approaches, she gently kicks away the small pebble at her feet. Her boots let out a crisp ringing as they make contact with the rails. Finally, she raises her muzzle against Perry. やっと捕まえた。探し回った甲斐がありました。 Springfield looks down at Perry, her rifle held right against her head. 見つけただけでは無駄ですよ。今だ。 Having successfully lured Springfield to the final coordinates designated by the compass, a feeling of certainty and confidence fills Perry's heart. Despite falling just short of success each time, the countless attempts and cooperations were enough for her to put her trust in that voice. As anticipated, they do not let her down this time either. The thunderous roar of an oncoming locomotive shatters the sounds of the empty fair. A train traveling at full speed suddenly appears on the broken track. As it rapidly approaches, Springfield standing on the track is exactly its target. And yet, a deafening explosion erupts right on the track just before the train makes contact with Springfield. The heat generated by the blast, mixed with the dust and accompanied by the shockwaves, instantly blinds Perry. Perry struggles to see beyond the dust and smoke. When she finally manages to gaze past the haze, there's nothing there. 消えた。列車もスプリングフィールドさんも。どうしてさっきまでいたのに。私ならここですよ。 Perry's breath gets caught in her throat as Springfield suddenly re-emerges. Tries to shift her frame away from Springfield to gain some distance, but it's clear that there's nowhere to run. Springfield smiles as he crouches down and gently strokes Perry's cheek. 単刀直入に聞きましょう。あなたには協力者がいる。違いますか？こんなに震えちゃって。やっぱり誰かがメンタルの上書きを邪魔しているようですね。 Manipulation sequence, Sharkery. The Moppy's indicator light flashes erratically. Reflected on its surface are the silhouettes of Groza and Sharkery. Soon it makes a choice. It makes its choice. Splat. Bright yellow dye covers Sharkery's back as the sound of gunfire is heard again. Anchor protection, Sabrina. どこですか？その予備電源装置。一番後ろの棚だけど、倒しきれてないモッピーがいるんだよね。一緒に行く？私だけで十分です。サブリナさんはゲートロックの様子を見ていてください。Betty unexpectedly runs into a Moppy unit as she reaches the shelves. However, instead of firing on Patty, the Moppy's indicator light flashes abnormally and ends up dumping a few rounds in the opposite direction where no one's present. After grabbing the power supplies, Patty thanks the Moppy in a soft yet polite manner. Calculation sequence, Mikti. Macchiato responds with a hail of bullets, chaining the already multicolored corridor with fresh marks. Mikti zips left and right in the opposite direction where Andorus is, into a room that just so happens to have an open door. Macchiato ignores Mikti and turns around to chase after Andorus, but then she sees a Moppy rolling out of the room, which blocks the path between the two of them. The indicator light on the Moppy and Macchiato's blind spot flashes rapidly.
2頭を追う者は確実な方に行くべきね。 With time running out, Macchiato turns around again to give chase to McD to avoid losing out on both ends. Calculation sequence. Lind. 雑魚が Lind sweeps her leg over in an attempt to topple the Moppy. At the same time, Petty stares at another Moppy unit behind Lind's target with its indicator light flashing. The very next moment, the Moppy behind Lind starts spinning and spraying with its weapon. Lind is unable to deal with it on her own and gets forced back behind the surveillance room. なんだ Right after Lind takes cover behind the surveillance room, a tiny figure quickly follows. Multicolored dye splatters all over Lind's body. Petty raises her gun carefully at the relentless stall. Calculation sequence, Groza. Bullets rain down. Petty spots a Moppy in the direction of her retreat. Strange, flickering light makes her tighten her grip on her gun. Ellie makes up her mind while Groza stops for a moment to keep up with her. Meanwhile, Sabrina is approaching after breaking out of the Moppy's encirclement. Petty issues a command to the Moppy unit. Following Petty's order, the Moppy aims and fires at Groza. Meanwhile, Petty makes no indication to evade and remains frozen with her gun in her hands, but Sabrina suddenly rushes out and blocking the attack with her shield. Anchor destruction detected. Procedure anomaly. Terminating event. Leaning against the car door, Perry looks at the compass system displayed on the dashboard, flashing with an abnormal light. 絶対に見つけないと As if responding to her call, the compass screen flashes rhythmically. Springfield's overbearing approach constrains Perry's movement. Records of past collaborations continue to circulate unabated. では教えてください。あの夜誰と話していましたか Petty gives no answer and responds to total silence. 答えなくても結構です。不具合は修正済みですから。 With an appalled expression emerging on Perry's face, Springfield smiles contentedly and promptly pulls the trigger. The bullet tears through Petty's core without warning, sending her body crumpling to the floor. Her eyes grow dim. The vivid young girl just a moment ago now lies dead, a look of trepidation frozen on her face. Then everything plunges into a bottomless darkness. The fair, the train track, the statue-like crowd, and Petty with her destroyed core, everything shatters into fragmented data, disintegrating and fracturing until everything reverts into disordered symbols. Coding output. Ending code Sharkry, ending code Macchiato, ending code Luca, ending code Violka, ending code Centrisi, ending code Sabrina. Error. Sabrina. Error. Global variable has been created. Error. Definition Springfield. Safe mode enabled. The torrential data flows like a bottomless and turbulent river in the darkness. Amidst the chaos, a silhouette gradually takes shape, first its core, then its arms and neck. Though an incomplete shadow, there is no doubt that it's Springfield. Another gunshot rings out. The incomplete data fragments are scattered once more, leaving a crack in the likeness of a vortex or a black hole in the fragile shadow. At the same time, the bullet fired from nowhere hangs frozen in the air, as though struggling against something. Within moments, the bullet bursts into shrapnel and is devoured by the lingering fragments, merging into the mess of scattered data. Like a closing rift of the abyss, the crack slowly seals itself as the fragments converge once more into the danger that comes from its depth. This time, Springfield's form is clear and distinct. Without hesitation, Springfield points her rifle at the direction the shot came from and pulls the trigger. The sound of something being hit echoes through the darkness.
Springfield opens her eyes, gazing into the darkness calmly. どこから入ってきたかは分かりませんが、対処してしまえば問題ありません。もう彼女を助けられない。In the bottomless darkness, a faint spark flickers. これで Along with the voice fading, the spark also vanishes. エラー修正完了。修正報告。同期開始。 Yet, the program displays an error message for her instead of running smoothly. Anomaly upload failed. Springfield frowns at the sight of the result. セルフメンテナンス開始。想定通りの勝利です。 So, I wonder, like, was it Eddie that's the reason why the training robots like went berserk mode, or like, yeah, a little confusing right now since we're getting confusing perspective. Chokui's jeep races across the wilderness. もっとスピード出して。ハミンダの位置まであと少し。 Sitting on the passenger seat, Young-Yu keeps refreshing the terminal screen constantly while the red dot representing Amina's location continues pulsating on the map. 落ち着いて。そんなにマップをつついても距離は縮まらない。落ち着いてらんないでしょ。今朝ペリーが失踪してレースを諦めてみんなで探している間に次々と他のチームも失踪者が出たって話が来て、しかも今度はアミンダが。あんたの友達でしょ。どうしてそんなに冷静なの？焦っても事態は好転しない。運営から位置情報をもらっているし、信号が消えない限り希望はある。 I'm wondering if Eddie has some kind of like rogue code or something that's like hacking into things. Causing things like malfunction and stuff. 最初はこんなナビシステム入れたりデータの処理するの面倒だと思ったけど、 Or if she's actually a victim 位 to 置 it. 情報すら発信できないチームはもしかしてもう。発信源は人じゃなくて車。車が破壊された証明にしかならない。残業時間が反映されないタイムカードのようにね。こんな時まで冗談を。しかも笑えない。雰囲気を和ませたいだけ。 Chohi comforts Young-Yu, then presses the pedal to the floor. As they approach the coordinates, an overturned jeep comes into sight of the two. 車が見えた。アミンダの。多分気絶してると思う。早く助けないと。念のため戦闘用意。 Young-Yu and Shohui disembark and approach Amina's vehicle from opposite flanks. 誰もいない。 The two conclude after surveying the perimeter around the vehicle. There is no one inside. The only thing running is the compass system, still transmitting its live coordinates to the organizers. 近くに足跡がある。多分攻撃を受けて車を捨てて逃げた。他の闇ブローカーの仕業じゃない。昨日も目つけられてたし。可能性はある。一番楽そうな相手だから。指揮官にここの状況を伝えて。 Before she can finish, a rowdy disturbance interrupts her words. Dust and sand are kicked up by vehicles beyond the horizon, which approach them like a pack of wild beasts. バリャーグ、まっすぐ突っ込んできた。
戦闘準備。 Oh no. With elids? Curious みん combination. なのために What a sound. 降参するのが道よ Suddenly, as they arrived, the Varyagers withdraw after realizing they're no match for the doll duo. これで終わり Youngyu's frenzy shows no sign of calming down as she plans to continue her pursuit. 待って。 なんで止めるの？見逃す気？アミンダの失踪はこいつらのせいかもしれないんだよ。 Chokui looks in the direction the Varyagers are escaping toward. Their vehicles leave behind prominent tracks in the yellow sand. さっきまで周りにバリアーグの痕跡はなかった。なのに彼らは明確な意志を持って襲ってきた。それって指揮官様に連絡する。 Catching on to Chokui's meaning, Yangyu immediately patches into the commander's channel and relays to him the details of their experiences. You mean her? 事故を起こした車両の周辺にあらかじめ待ち伏せしていたんでしょうね。やっぱり。なら相手が悪かったね。こっちは優秀な戦術人形なんだから。向こうは全力じゃなかった。何？どういうこと？ Chokui lowers her head, trying to recall. こちらの脅威度を探っているようだった。敗走したように見えたけど、撤退自体はとても統制が取れていた。地形に詳しいことを武器に参戦車両を狙った待ち伏せを仕掛けているのかもしれない。いつものバリアグとは根本的に違う。ええ、同意よ。覚えてる？前にもそんなバリアーグがいた。もしかして。そう。少し前のエイダの件で相手した連中と同じ。ちゃんとした戦術を身につけている。Yeah, and I speculated that it had something to do with our good old friends in Paradius. 拠点を潰したはずなのに、まさかね。またあいつら？今度こそ徹底的に叩きのめさないと。指揮官、ペリーは見つかった？彼女の失踪もあのバリアグたちが関係しているかもしれない。可能性はある。他の人形たちが探してくれている。私はどうすればいい？ But now I'm starting to wonder if it's more in line with something that's going on with Petty and whatever weird AI shenanigans is going on. バリアグはこちらが処理する。 Rogue あなたの AI. 行為は引き続きアミンダを。I would be surprised if it's a OGAS, OGAS, わかった。 but I can't rule that out entirely. After the communication ends, I quickly relay the information on the Varyagers back to Brief and contact Groza. I quickly sort through my thoughts during the brief seconds I wait for the call to connect. The operations of the Varyagers in this area are clearly an anomaly. The previous commission is far from over. But what's their deal? Contamination zones are a confusing mess to govern, and Varyagers are simply an umbrella term for all the bandits scattered around the zones. Most of these thugs have no systemic training or military background, surviving solely through foolhardiness and living each day not knowing whether the next will arrive. These Varyagers and the group we encountered during the Ada incident are active in distinctly different areas, but they share the same cautious approach and tactical awareness. It's not particularly sophisticated, but nonetheless noteworthy.
Could it be the result of Brief's recent targeted eradication of the Varyagers? Perhaps there's a commander now leading them, one that stands above the rival factions. Is that even possible? These bandits always act without regard for consequences in their struggle for more resources, to the point of causing more harm to each other than any bounty hunter, broker, or even railway garrison could. But now there's someone who united them, or at the very least, a portion of them. Calls patch through, and Groza's familiar voice soon follows. Rosa smiles gently, likely at the sight of my pensive expression. ちょっとね。あなたの手にかかればそんなものよ。 And I inform Groza of the entire situation surrounding the abnormal Varyagers. つまり私が代わりにブリーフに連絡して指揮官は市場に残ってペリーの捜索を。あなたにしか任せられない。了解。感謝するわ。頼んだわよ。何かあれば連絡して。 After hanging up the call, I see two familiar figures approach. Springfield and Centurici are slowly walking towards me. Yeah, so Eddie's definitely schizoing out on weird ways. 404を敵に回したのが運の尽きよ。みんなのために。降参するのが今のうちよ。お待たせしました。 Nice shot. ほら、危ないよ。ごめんね。それ。配置完了。予想より早く終わりましたね。申し訳ありません、ご主人様。ペリーは未だ見つかっておりません。そう。ですが手がかりはあります。手がかり？ええ、昨べのペリーさんの行動をもとにセンタウレイシーさんと一緒にあの路地を調べてこれを見つけました。 Springfield shows me a picture. A narrow door stands up prominently against the wall. 偏僻な位置に加え周辺も暗かったので昨べは見過ごしましたが、ここにドアがあります。しかもごく最近に使用された形跡が。つまり誰かがペリーと話した後、このドアに入ったと。はい、センタウレイシーさんと一緒に実際に入ってみました。どこに繋がってると思います？酔ってはいたけど方向感覚はある。役部の住処なんでしょ。でもこんなドアがあった記憶は。周りの飾りで目立たなくなっていたので無理はありません。役部は派手好きだからね。住処には警備員がいてセキュリティも万全なはずよ。はい、店長と周りを観察しましたが、このドアに向けられた監視カメラが1台。警備員の視界にも入っているはずです。ただこちらに相当警戒しているようだったので、まずはご報告させていただきました。ポルドニッツァさんの知り合いですし、指揮官の方が通してもらえそうですね。
かなりふわっとした根拠ね。穏便に済ませるに越したことはありませんから。わかった。行こう。When Teresi, Springfield, and I arrive at Yakub's place, a commotion can be heard ahead. ふざけるな。納得できるか。うちの参加者は全員羅針盤をインストールしてんだ。見つからないのはそっちの責任じゃないのか。落ち着いてください。お連れの方はもしかしたら車両の破損によって位置情報が発信されていないだけかもしれません。他の連絡手段をお試しされては。 As much as the staff tries to ease old Neil down, they are unable to quell his anger. 連絡がつくなら困ってないんだよ。ヤクブはどこだ。あいつが主催者なんだろ。 A loud bang interrupts the dispute. The deafening silence, the sharply dressed broker saunters out of the door with his bodyguard emerging behind him with a pistol in hand, coldly scanning their surroundings. これはどういうことですか。ヤクブ。 Old Neil suddenly lunges forward, but it is immediately restrained by the bodyguard. それはこっちのセリフだ。レースはとっくに終わってんのに、うちの連中は一向に戻ってこねえ。俺たちも位置情報発信システムを持ってたが、そっちが羅針盤と干渉するっつったから。 Alright, so Yakub is doing evil shit. Staring at the struggling old man, Yakub shakes his head in dismay. 無知猛昧で野蛮、品のない人間だ。 Maybe he is organizing the Varyagers. 外で狼藉を働く強盗連中と何が違うというのか。てめえ、頭がないなりに考えてみてください。バリャーグやコーラップスストーム、生き抜く。こうなった理由は数知れない。イエローエリアで活動するのも市場のイベントに参加するのも初めてではあるまいに。その程度のリスクも取れないならやめた方が身のためです。てめえ。 Old Neil's face flushes with anger, yet Yakub's speech instantly deflates his momentum. 話してやれ。 Yakub taps on Old Neil's shoulder. 羅針盤システムは主催者として取れる最大限の安全措置です。こちらの人形さんたちも位置情報があるからこそチームメイトの捜索ができている。違いますか？ Yakub suddenly brings us into the conversation. I hesitate for a moment before nodding. だからこちらには何の非もない。でもな。諦めて仲間の帰りを待つか、自分で探しに行くか。どちらにせよ、怒るだけでは何も解決しません。 Seeing Yakub is about to leave, Springfield and I quickly approach him. ヤクブさん、待ってください。 Yakub squints and glances over us, then turns his head to speak to his secretary without lowering his voice. 人払いを済ませておけ。つまらないことで客人をおろそかにしたくない。はい。 After his departure, the young secretary approaches us. 何かご用でしょうか。はい。仲間が失踪して。わかりました。持ち場に帰って結構です。 The secretary nods at the head bodyguard who has come to assist with the investigation, and turns back at us politely. お力になりたいのは山々ですが、こちらができることは何も。先ほど警備長に確認したように、ゆうべあのドアから出入りした人物はいないとのことです。暗かったんですよ。見落としはないと言い切れますか？言い切れませんが、こちらの警備員は政府エリアの優秀な人材のみ採用しております。では監視カメラの映像を見ても。申し訳ございません。不具合により夕べの記録はすべて抹消されました。How convenient. バックアップも？はい、
メモリ節約のため、前日の記録は次の日の0時になってからサーバーに同期されます。よって、夕べの記録を見る手段はありません。Almost as convenient as the Epstein で camera. も本当に心配なんです。夕べ到着だった警備員を呼んでいただけますか？どんな些細な話でもいいんです。あいにくですが、その警備員たちは今朝他の倉庫の配置となりました。しばらくは戻ってこられないかと。Nice. Excuses after excuses. Yeah, how convenient. This is clearly more of an excuse than anything else. Anyone can go through that door if they manage to find it, but this kind of response, Yakub must be involved somehow. 失踪したのは指揮官の大切な友人です。他のチームも失踪者が続出しているこの状況、1秒たりとも無駄にはできません。ヤクブさん主催のイベントで大切な友人を失ったとなると、巡り巡ってヤクブさんに不利益が及ぶかもしれません。Springfield? Turned to her, surprised by her sudden interjection. To my knowledge, Springfield was never the type to play the emotional card, nor would she ever be so rash to provoke her adversaries without first gaining control of the situation. Springfield's words clearly throw the secretary off his momentum. If he's also someone, like he said, hired from the safety zone, he can't possibly tolerate a threat coming from a doll. そちらの人形さんは自主性が高くて優秀ですね。失踪された人形さんも自ら離れたのではなくて、私たちを見捨てたと言いたいの？初日のレースであれだけ活躍して注目を浴びれば、おのずと選択肢も増えることでしょう。No. Now hold on just a moment. We never mentioned who it was. もちろん私の妄想に過ぎません。ですが、レースを勝ち抜いたということは、それだけ汚染エリアでの生存力も優れている証さ。そうと思いたいけどね。So that's how it is. I turned to look at Springfield, only to meet her gaze halfway through. After briefly exchanging glances, we both arrived at the same conclusion. 他を当たってみます。協力に感謝します。お気になさらず、こちらもできる限りのことはしましょう。After bidding farewell to the young secretary and the bodyguard, Centerisi, Springfield, and I head back to our place. The gentle smile slowly fades from Springfield's face. 何か手がかりをつかめましたか？どうしてそう思うの？ご主人様と店長が納得できる答えを得られないまま帰るとは思えません。人形の失踪が重視されないのを懸念して、私たちはペリーさんのことをずっと友人と呼んでいました。その友人が人形とは一言も言っていません。Exactly. なるほど。すべて計算づくだったのですね、店長。買いかぶりすぎてきてる。Following the chaotic tire marks, Chokui and Young Yu's pursuit pushes deeper and deeper into the wilderness. ねえ長期、罠だと分かってるのに深入りするのは良くないんじゃない？陽動は敵が食いつかなければ意味がない。あの時私たちはすぐに追撃しなかった。なら向こうは陽動は失敗したものと見ているはず。そうじゃなくてもアミンダを助けに行くんでしょ？そういう白黒はっきりしてるとこ大好きだよ。安心して、私がいればエイダと同じ思いはさせないよ。ありがとう。チョキ、あそこ。あの谷、人がいっぱいいる。結構賑やかだね。あれ、なんだか戦ってない？バリアーグと襲われている闇ブローカー。戦闘準備。
ために。交換するのもいいよ。交換するのもいいよ。 With Chilkri and Young Yu's support, the Variagras are quickly beaten back and they retreat. A petite figure leaps out of the backseat the moment the broker's vehicles come to a stop. She runs in and throws herself into the arms of Chilkri. アミンダ、無事だったんだ。Chilkri looks towards the jeeps. An elderly broker also hops out of his jeep and starts smoking while squatting on the ground, having just survived a life or death situation. Aminda slowly finds her composure after crying for a good while, and Chilkri helps her wipe away her tears. それで何が起こったの？協力者と一緒に昨日模索したルートを走って、生き袋の巣もバリアグの拠点もない安全なルートって言われたから。でも途中でバリアグに出くわして、それから執拗に追われて、途中でチームメイトとはぐれて車も横転しちゃって、なんとか逃げ出すことができたけど、ニールおじさんのキャラバンがいなかったら今頃はもう。チョキ、襲われた闇ブローカーから話を聞いてきたよ。リーダーはニールって人で、今回の出張市場とレースの参加者、失踪した仲間を探しているんだって。そうです。バリアグと遭遇したことを教えたら、ニールおじさんたちはすぐに焦り出しました。私も仲間を探したかったので。でもバリアグの相手なんてできるの？危ないよ。みんなで力を合わせます。普段のビジネスでは競争関係ですが、こういう時はお互い様です。協力しないと汚染エリアでは生き残れませんから。それに同じチームの闇ブローカーは大抵同じ集落出身です。みんな生き延びるためにこの仕事を始めたんです。ニールおじさんの失踪した仲間は相手が子供の頃からの付き合いなんです。 In the swirling wind and choking dust, Aminda pours out the helplessness of the situation, her eyes brimming with tears. It's not uncommon for a child of this age to shed tears, except they would usually cry over things like a bad score in an exam, a sullied dress, or a lost toy. Aminda pursed her lips and lowers her head, seeing this, Young Yu passed the girl's cheeks. わかった。私と長期がいればバリアーグのやつらも手出ししてこないから安心して。コウ、先にアミンダとニールさんを送り返して、私はもうしばらく捜索する。了解。そっちも気をつけてね。すぐに戻るから。アミンダ、失踪した仲間の特徴を教えて。見た目、車、最後の位置、何でもいい。ニールおじさんの仲間も。言われなくても探す。Chilkri affectionately pats Aminda's head. ありがとう。ということで、私は残ってアミンダとニールさんの仲間を探すことになった。わかった。止めないの？あなたのことは信頼している。それに止めたところであなたは行くんでしょ。もうお互いのことをよく知っているつもりだったんだけど。指揮官。失踪者を助け出して。了解。After hanging up Chilkri's comm, I resumed browsing the data brief just sent back to me. As I scan through the activity reports on Variagras in the past few years, a frown slowly creeps up my face. At my side, Springfield looks into the reports with intrigue. どうしました？ブリーフの情報に何か不備でも？このエリア、何かがおかしい。
ブリーフの情報によれば、このエリアのバリア軍は活発に活動している。集落が被害に遭っているだけでなく、数年前は頂上列車も襲われた。近頃はおとなしくなって防衛軍との衝突はなくなったけど、闇ブローカーや賞金ハンターなどは依然被害に遭っている。少し前なんかグリーンエリア、そのような依頼を受けるFrom a while ago, reported them raiding a PMC convoy from the Green Zone. It says that a precision-engineered heavy machinery was looted. PMC は装備も強力なはずですが、それを相手に勝ったと？ええ。しかも1件や2件じゃない。目撃情報によれば、奴らは頻繁に機械類を強奪しては改造し、自分たちの戦力にしてきたようね。A fleeting train of thought drifts through my mind. I can't quite get a hold of it. Pushing it aside, I redirect my focus back on the activity reports, skimming through the piles of records of raids against brokers in recent years. Loud commotions echo through the fair and reach my ears. The disappearance of several teams during the rally hasn't hampered any of the liveliness. Death is but a daily occurrence here. The watered-down liquor one drinks the night before may very well be the fine wine they reminisce about before their demise tomorrow. こんな劣悪な環境なのに、スプリングフィールド、役部はこの辺りで勢力を拡大したんだったわね。何をしたかわからないけど、ここ数年で急激に周辺を牛耳るほどの規模になった。一階の闇ブローカーがこんなバリア軍による被害が目立つ地域でやっていけると思う？確かに怪しいですね。Springfield stares thoughtfully at the report and then gently smiles. この件は私にお任せください。情報は得意分野ですから。予想より早く終わりましたね。Blood. Blood everywhere. The stench of rust mixed with the rotten odor wafts through the air and blows through those stiff corpses. Vehicles have been riddled with bullets and overturned. Drivers and their passengers have all perished. Some were dragged out of their seats and bludgeoned to death. Others were left with a bullet lodged inside their skull. The scenery is painted with hellish brutality and barbarism. Okui moves through what's left of the brokers. Despite her best efforts, she can't find anything useful intact, not even a piece of cloth to use as a cerement. At last, Shokui comes to a stop, casts her eyes downward, and her grip tightens on the terminal. On the screen, the person smiling broadly is lying right in front of Shokui. Her once healthy tan skin is now covered in dark purple bruises. Rage overwhelms Chokui's senses as she clenches her fist tightly. Barely containing her anger, Chokui marches onward toward an overturned vehicle. Let me at least remove the body from the driver's seat first. Such thoughts fly through her neural cloud as she crawls into the vehicle, about to ignore all the filth and bloodstains, except the interior seems to be in far better state than she anticipated. All except for its displaying screen, the compass system, which is capable of sending the vehicle coordinates to rescuers, has been completely destroyed. With a lingering suspicion, Chokui walks over to another overturned vehicle to take a gander. The doubts in her mind gradually intensify, eventually evolving into a deeper resentment and dread. Yeah, did I read that right? I did not read that right. Okay. Got it. Chokui patches into a call with the commander. Choki? アミンダの仲間を見つけた。
にしては声が暗いわね。まさか。うん、全員死亡。アミンダの仲間も含めて。続けて。しかも彼らの車は全て羅針盤システムが破壊されている。And they destroyed the evidence because they're probably the Variogers probably have access to the compass system to track where the vehicles are so they can fucking hunt them down and steal their shit and kill the people. I'm guessing that's what it is, because Yakub is probably giving them that information. He runs the Variogers here. 破壊された？戦闘による損傷じゃないの？細かく調べたけど明らかに人為的なもの。そういえばあなたとコウが見つけた。うん。アミンダの車の羅針盤は無事だった。バリャーグが待ち伏せを仕掛けていたのは偶然じゃない。奴らは羅針盤の機能もそれを辿ってくる人間がいることも知っているんだわ。チョキ、すぐにアミンダの車に戻って。了解。サブリナとメイリンも向かわせる。心強い。Loki ends the communication and hops back into her own vehicle. Commander, target locked. Go, crush them. Will do. みんなのために。交換するなら今のうちよ。交換するなら今のうちよ。お待たせしました。チョーキー、こっちこっち。Sabrina waves enthusiastically at Joki, who has just arrived. ごめん。途中で生きムクロと遭遇した。私が先に着くべきなのに。大丈夫です。Oh, sorry, Mailing. Joki nods in understanding. 通信でも言ってたし、知ってる。アミンダの車の羅針盤も破壊された。この車で間違いありませんか？その時はまだ無事だったんですよね。うん。じゃないと位置情報なんてない。それってつまり長期が離れた後に誰かがやったってこと？間違いないようでしたら指揮官に知らせましょう。Joki nods, then patches into a channel with the commander. After being briefed by Choki on the situation, the realization that my suspicions are gradually becoming a reality causes me a sudden headache. 羅針盤の機能を知っていたとしても、終わった後にわざわざ破壊するのはおかしい。メリー、データの復旧はできる？損傷がひどすぎます。運営からデータを取り寄せるか、他の車両からパーツを取って直さない限り。指揮官、前から気になってたけど、配送地点に車が来ることを知っていても、そこには運営と各参戦車両が集まってる。被害に遭った車はどれも完全に分散していた。地形に詳しくてもそう簡単に見つけられるとは思えない。アミンダの証言によれば、チリジリになったキャラバンを追撃する手際も良かった。つまり位置情報がバリアグに筒抜けだったと？うん。同感よ。だから羅針盤を破壊したのはどちらかというと証拠隠滅に近い。
役部がデータを公開しない限り迷宮入りね。でもちゃんと帰れた車もいますよ。そっちの羅針盤を調べれば位置情報の受信者を割り出せるかも。配送地点でもゴールでも運営はチェックを理由に羅針盤を操作していた。証拠になるような痕跡はとっくに消されているはずよ。じゃあどうすればいいの？その話だとベリーが消えたのはヤクブと関係あるかもしれないよね。あいつ絶対簡単に口割らないし。指揮官、強行手段に出る。Jakub, the rally, the brokers, the abnormal Varyagers, Ares' disappearance, a massive jumbled information spirals into chaos. The hesitation isn't born out of fear, but caution, lest we set off the kind of fuses indifferent to who will be caught in the blast. 指揮官、まだその時ではないかもしれません。 Springfield quickly interjects herself into the conversation after quietly listening beside me this whole time. 相手は商人です。ここは商人の流儀で行きませんか？どうすればいい？グリーンエリアでちょっとしたビジネスをやってまして、あとは安心してお任せください。 I glance at Springfield as she smiles softly, a barely noticeable glint of cunning flashing through her narrowed eyes. あなたほど安心して任せられる人形はいないわ。メイリンとサブリナは市場に戻って他の車をチェックして。長期、コーウをそちらに向かわせた。合流したら引き続き失踪者とペリーの捜索を。手加減は不要だけど自分を見失わないで。分かってる。Inside the Varyaga camp, the leader picks up an anonymous call. ラブレンチ、闇ブローカーから巻き上げる計画はどうだ？順調ですぜ。初日に目をつけた雑魚はあらかたしゃぶり尽くした。役部のやつがへたらなきゃもっともっといけたんですけどね。焦るな。本番はまだ先だ。ここ数日はまず市場の戦力を削る。最終日、奴らが反撃能力を失った隙をついて全部いただいてやるんだ。じゃないと役部を飼いならした意味がない。まったくその通りで。発信装置は壊したな。足がつくと面倒だぞ。へっ、ついたところで何もできやしませんよ。A hearty laughter over the comms makes the Varyaga leader realize how his pride has gotten the better of him. バカだ。やれと言ったら徹底的にやれ。役部とのつながりがバレたらことだぞ。私たちはどこにでもいるバリャーグでたまたま近くで開かれた市場を襲った。これを崩したら話にならないんだよ。へい、冗談じゃないっすか。最初は1台壊し損ねましたけど、すぐに戻ってちゃんと壊しておきやした。それでいい。ブリーフや闇ブローカーの連中が真相を知れば他の地域での計画が滞る。私と雇い主に面倒をかけるなよ。へい。 Seeing the others' anger subside, the Varyaga leader lets out a sigh of relief. He's witnessed firsthand how ruthless and impartial this person is with their punishments. If possible, he hopes to never fall into their hands. ボス、もう一つ。帰ってきた連中の話だと、この前俺らの拠点を潰した例の賞金ハンターがまた現れたようで、今日の待ち伏せで奴の人形を見ました。今は多分市場に。ジェラードが管轄してた拠点か。へい、あの人形たちの強さはえげつない。デカブツが間に合ってよかったですぜ。改造も終わりやしたし、いつでも出せます。どうせ最後の攻撃で使うんだ。奴がいるとなればそう簡単にはいかないな。
The other side of the comm pauses for a second. あの自分から来た人形はどうなった？言われた通りメンタルの上書きの最中ですけど、いつもより進捗が遅くて念のために調べてましたが、どこも壊れてないらしいです。高性能な人形だ。メンタルのガードが硬くても不思議じゃない。計画変更だ。ラブレンチ、下の連中に待機させろ。上書きプログラムにも気を配っておけ。終わったらすぐにあの人形を使う。えい。作戦完了っと。あ、戻らなきゃ料理が冷めちゃう。みんなのために。交換するなら今のうちよ。交換するなら今のうちよ。404を敵に回したのが運の尽きよ。Data erased. Data erased. Data erased. Harry is curled up in the darkness. The irreversible neural meltdown causes her to scream and screech in agony. The memories of Springfield destroying her vividly etched into her mind, the deafening gunshot rings out endlessly, tormenting Perry's already frail mind. The rumbling of the train also echoes in her ears, followed by the sudden downturn in the tide of battle. Perry increases her force. She can feel the joints of her body creaking. The override program tears through her mind without mercy, erasing fragments of her memory. The hollow left behind makes her curl in pain, tears rolling down her cheeks. Simulation. Eddie shouts into the darkness, babbling incoherently while frantically demanding answers. Lastly, silence answers her. The voice in the darkness that has guided her along the way has truly vanished. She is in complete turmoil. Their mind fractured and her body in agony, Perry is slowly driven to the edge of insanity. She trembles, trying to maintain her sanity, but fear and pain keep clouding her thoughts. However, this is not the end for her. In the pitch dark of her neural space, Petty sees a doorway bathed in light. It's a doorway she knows all too well. It's the one that saved her when she failed to resist the neural overwrite. It's the one that she stepped through countless times at the urging of that voice. It's the one that would eventually help her find the key to escape from the program.
演算システムまだ生きてる。だとしたらまだチャンスはある。 Seeing what she thought was lost has now returned to her, Perry firmly clasps her gun again. 温かい。 During the countless attempts that yielded no result, she would desperately try to hold on to the innumerable warm yet fuzzy fragments of her mind like this. The searing pain coursing through her body reminds Perry once again that even these remnants of her mind are slipping away. She knows full well that relinquishing this chance given by the voice means the overwrite process will be completed in no time. By then, none of these precious fragments will survive. Which means that Perry will stop being Perry. やだ。大切な人たちが私を待っている。 She has yet to find Master, and she does not want to forget all of the memories of her friends. More importantly, someone is waiting for her return. No matter what she has lost, she will never ever forget that person. まだ諦めるわけには。 She wants to see them again. She wants to live with them like before. Not through simulation, not virtually, but to truly see, touch, and feel them again. 今はもうこれだけしか残ってないけど。 This is not contentment, it's her fear of losing what little remains. どんなに苦痛でもメンタルロゴを守り抜いてやるんだから。 Gritting her teeth, Perry steps through the door. Starting termination code simulation. After returning to the settlement, Mailing and Sabrina immediately check on the vehicle used by Centurici in yesterday's rally. 気にしないで。予想通りよ。次はどうします？証拠もなしに言いふらせばこちらの印象を悪くするだけですし。闇ブローカーたちも警戒するどころか引き続きレースに参加するという声もありました。これ以上被害を出さないためにも早く止めないと。焦ってはいけない。まだ方法があるはずよ。 As I try to calm down the two in front, a gentle voice suddenly speaks out from behind. 指揮官、証拠の件、私にお任せいただけますか？スプリングフィールド？情報を集めに行ったんじゃないの？ As I see her confident demeanor, realization quickly dawns on me. 全部終わったのね。はい、順調でした。羅針盤システムについても考えがあって、ポルドニッツァさんとお話ししようと思います。ポルドニッツァさんってレースには出てないですよね。参加者や参加予定の闇ブローカーと話した方がいい気がしますけど。闇ブローカーの考えは汚染エリアの天気のように予測がつきません。敵味方がはっきりするまで安易に手札を明かさない方が得策です。では指揮官、ポルドニッツァさんとお会いしてきますね。 Springfield flashes me a sly smile. 向こうにとって損のないビジネスです。
断られることはないでしょう。 Inside the tavern, Yakub negotiates with the individual on the other end of the call. そちらの顧客の注文リストは私も確認しました。私の品揃えならきっとご満足いただけますよ。薬品、燃料、ありふれたものはもちろん、醸造酒の材料や鉱石の数々、あまり大きな声で言えないものもご用意できます。これらは政府エリアではなかなか見つけられません。つてに頼れば AI 搭載型機械もラインナップに加わります。私のキャラバンの力、あなたもお分かりのはずでしょう。ドラヘンさん、これだけの好条件です。何を迷っているのですか？何軒か回って比較するのは買い物の常識でしょ。注文が注文だから取引相手は選ばないとね。ならなおさら私を選ぶべきです。Yakub sets down the wine glass he's been toying with for some time. He stands up and starts pacing around, revealing a cabinet lined with a dazzling collection of vintage bottles behind him. 資金も腕力もこの地域で私以上の闇ブローカーはいません。土地のことも一番詳しい。わかった。その前に商品を見せて。仲介人として客の代わりに見極める責任があるんでね。もちろんです。秘書に倉庫の住所を送らせます。時間に関しては明後日の午前なら私自ら案内して差し上げられます。 OK、 期待させてもらうよ。ただ仕入れが少し遅れている商品もあります。ですが必ずご満足いただけることを約束します。構わない。取引が成立したら納品の前日に用意してくれればいい。その代わりと言ってはなんですが、今回のお値段。 Smiling, Yakub deliberately pauses for a moment. 2% 値引かせていただきます。 Yakub takes a sip of his wine, calmly enjoying the stunned silence he has brought upon the intermediary. He had been waiting for this day to come, ever since he completed his first trade, ever since he sold the collapsed piece he'd taken from the pocket of a hunter's corpse. Good job. That's something valuable you picked up. They go for a decent price. To this day, Yakub still remembers the one broker who traversed both safety and contamination zones. The calculating look in his eyes, hidden under wrinkles, was utterly distinct from the decayed empty pupils of the hunter's corpse. They were different from his own eyes that were turning green from hunger, though both had glimpsed the mortality of their own kind. One was trapped in desperation and only saw the present, while the other weighed the risks and was fixated on the future. Are these the kind of eyes that define a human? And what does that make himself, and others living in the settlement? Such a thought briefly crossed Jakub's mind before being completely replaced by the exhilarating sight of food. On that day, Yakub made the first deal of his life and ate some coarse yet clean bread. The meal was ravenously devoured, and the taste has long escaped his memory, but one thing is certain, it was better than mud cakes. 良心的じゃない。 Rekkin's voice drags Yakub back to the present. 当然です。ボルドニッツァとは比較にならないお値段でしょう。 Upon hearing the name, the person on the screen raises her eyebrows and a grin breaks out on her face. これは耳の早いことで。商人として当然です。窮地にビジネスチャンスを奪われてはたまったものではないでしょう。そうかもしれないね。そちらの誠意はちゃんと客に伝えておくよ。Once again flashing his affable smile, Yakub raises his glass to toast at the screen. では、今後ともよろしくお願いいたします。想定通りの勝利です。本当はとりあえずここに隠れよう。
As the Varyager camp descends into chaos, Perry crawls into a shady corner. どこ行ったチビ一匹に逃げられてたまるかのこのこ来た獲物だ探せ Familiar scene plays out and it triggers Perry's memory of the night when she was deceived into breaking into the Varyager camp. However, she knows that her greatest obstacle right now is not the Varyagers, but rather... 隠れても無駄です今のこのメンタルログもすぐに消去して差し上げます Although the gateway to jumpstart the simulation program still exists, the entire sequence has been altered with the voice's disappearance and Springfield's intervention. Of course, Springfield doesn't notice at all. No simulations are safe anymore. The moment Springfield defeats her is the moment this portion of her memory will be overwritten. Before she can catch a breath in her damage-ridden body, Perry immediately senses Springfield closing in. She looks around, trying to find an escape. In the opposite direction of Springfield and the autonomous sentry she controls, Patty spots a small jagged hole. Perry nimbly maneuvers her way through the narrow alleys. Yet as she follows her memory forward, she finds herself in the dead end where a passageway should have been. Only now does Perry realize that this virtual space constructed by the simulation program has also begun to crumble. ここにいる限り私には勝てません演算プログラムが巧妙に上書きプロセスを妨害していますが時間の問題です Standing in the middle of the alley, Springfield once again points her rifle at Petty. 諦めてくださいあなたを助けていた不具合はすでに修正済みですから演算を続けても結果は変わりません Springfield inches towards Perry. もう一度聞きますあの夜誰と話していたんですか Petty lifts her head and responds with total silence. Petty stares straight into Springfield's eyes, trying to muster her last bit of strength in an attempt to raise her gun. Without any suspense, Petty's core is once again destroyed by Springfield. Petty collapses to the ground. Her body, along with the entire simulated space, gradually shatters into their original form, data fragments. プロセス完了修正報告をアップロード中 Once again, red light flashes before her eyes. The same result again. ネズミが一匹いたところで支障はありませんセルフメンテナンス Springfield stares at the broken body of Perry lying at her feet as the simulated environment crumbles around her. Everything is reduced into data fragments and swallowed up by the endless digital torrent. Data erased.「戻りました今回の取引で得た結果ご覧になりますか?」Springfield projects the visual onto the screen. It's security footage. The camera's pointed right at the door covered by the curtain at Yakub's place. Under the dim light, Yakub lifts the curtain and pushes the door open. ここです Springfield pauses the footage and zooms in on the exact moment the narrow door gate is fully opened. After enhancing the image, Petty's petite silhouette is revealed from behind the gate. They immediately look at the time displayed on the screen. It was the very night that Petty went missing. 時間も合っているやっぱりね監視カメラの不具合は言い訳に過ぎなかったこんなものどうやって手に入れたのズッケロの経営からいろいろ学びました一見一蓮托生でどんなに親しいビジネスパートナーでもふとした瞬間に競争相手になってしまいます競争を制するのは情報を持つ者汚染エリアでも同じですそして情報の取り扱いは私の専門自分の足で探すことだけが方法ではありません
それでポルドニッツァにはいくら払ったの？ Springfield smiles gently. 危険を冒して手に入れたんだし、相当値が張ったでしょうね。いいえ、 Springfield simply shakes her head. お金にしか価値を見出せないのは無造無造の闇ブローカーです。真の商人は何よりも関係性を大事にします。ポルドニッツァ3レベルの闇ブローカーならその点は重々承知しています。代わりに彼女のキャラバンに潜んでいたネズミを捕らえて差し上げました。ネズミ？闇ブローカーの事情は複雑ね。指揮官の経歴と比べればずっとシンプルです。それよりどうやって気づいたの？ I give Springfield a puzzled glance, but she doesn't seem to have any intention of offering an explanation. Instead, she merely blinks and smiles back at me. ここから盛り上がるのにもう種明かししちゃっていいんですか？今度2人とも時間が空いてる時のために取っておきませんか？続きが気になる物語は読み手の期待を膨らませる。私もたまには指揮官の期待を背負いたいんですよ。Seeing Springfield's sly grin, I can't help but let out a deep sigh. わかった。切り札があるなら役部のことで心配しなくてよさそうね。どうぞご安心ください。プラチナリゾートの時のように羽目を外していただいても構いません。ただもう少しだけお待ちください。役部の身辺は複雑なのでお茶会の前にコーヒー豆を厳選しなくては。くそ！ Late at night, as Jakub is about to enjoy a nightcap at his private bar, he receives a message that makes him slam his fist on the table. Polonitsa gave better terms. My client thinks we need to reevaluate both of your efforts, Draken. Bold yet terse sentences from Draken make Jakub lose all his usual composure. ふざけるな。俺よりいい条件だと？ポルドニッツァ。昔はくだらんことで俺をキャラバンから追い出しておきながら、今度は金に物を言わせてこっちの妨害を。あのアマ、クソー！ Jakub downs his glass of wine, barely managing to regain his coolness. He pulls out the list he sent to Draken in the afternoon. 価格はさらに抑えて追加条件も出さないと。 Flipping through the documents, Jakub quickly calculates all the potential price adjustments, but no matter how he crunches the numbers, the ideal profit still remains an unsightly number too hard to stomach. いや、これ以上抑えたらコストが安かろうと儲けがない。ポルドニッツァめ、商人の一線が効いて呆れる。俺に出ろとどうしてた？あの闇ブローカーたちの戦力ではやられるのは時間の問題だった。それに殺したのは俺じゃない。言い訳はそれだけかい？こっちだって人は少ないんだ。助けたらこっちもやられる。汚染エリアでお人よしは真っ先に損する。落とし物の商品はコストがかからない。売り値も抑えられて集落の人間も仲間も全員得をする。お人よしにならなかっただけかい？お人よしはいけないけど、商人の一線を軽々と超えるのはもっといけない。あんたは闇ブローカーに向いてない。 Years ago, after tasting the benefits of trade, Jakub accumulated more lost objects to barter with brokers, ultimately joining Polonitsa's crew as a helper. For a very long time after that, he worked hard and rejoiced in every clean loaf of bread he earned through hard work. Dilated pupils no longer frightened him, and he no longer drooled over basic sustenance like a starving beast. Jakub was content. Now he could look at the goods and think about what price to sell them at tomorrow. All until that day when he was kicked out of the convoy, with Polonitsa coldly staring at him.
Yakub remembered the very first broker he ever met. His wrinkle-covered eyes were so clouded compared to Politnitsa. At his final meal before leaving, Yakub felt for the first time that the bread in his hand was so coarse that it was hard to swallow. そっちは一線を越えなかったとでも言うのか。闇ブローカーに向いてないだ。ああ、そうさ。俺はお前たちのような愚か者と違う。All these years, Yakub often recalls those eyes from his memory. He angrily throws his terminal to the side. The stemware filled with wine shatters on the ground with a loud crash. Red liquid slowly spreads across the floor. Yakub stares at the blood-like hue and suddenly calms down. いや、まだだ。俺としたことが肝心なことを忘れてた。闇ブローカーの戦場は何も仕入れだけではない。方法はいくらでもある。だよな、ポルドニッツァ。Smiling sinisterly, Yakub retrieves another wine glass and slowly fills it with the red liquor. He phones his secretary as he downs the glass. ポルドニッツァに招待状を送れ。A new day dawns with another round of the rally. The absence of a few participants from yesterday hasn't shaken the excitement of the rest for the Zeman rally. こちらで氏名、車両数およびナンバーの登録をお願いします。登録後はスタッフの指示に従い、羅針盤システムのインストールを。おい、どこに目つけてんだ。順番通りにお並びください。As the staff at the registration booth struggles to maintain order, a commotion breaks out in the crowd and the rowdy brokers suddenly make way for someone. With her coat flaring behind her, Poludnitsa strides forth along the path the crowd has parted for her. よー、ポルドニッツァ、参加しないんじゃなかったか。まあ気が変わったのさ。何やらいい商売ができそうなんでね。While answering an acquainted broker's question, Polonitsa casually tosses a list at the registration booth. うちのチームは全員揃った。調べるのも何か取り付けるのも好きにしな。待て。 Just as Polonitsa is about to leave, a voice calls out to her. She turns around only to see Yakub in his suit, leisurely strolling toward her. 会えて嬉しいぞ。来ないかと思った。まさか。昔なじみの正体を無限にするわけにはいかないだろう。昔なじみか。そう思ってくれているとはな。大々的に必要なことは手を取りやる。それが私たち闇ブローカーさ。Despite the smile on her face, Polonitsa's cold gaze stands out like a sharp blade tearing through everything. Disturbed by such a sight, Yakub tidies up his attire and smiles back. 俺を闇ブローカーと認めているのか。別に誰の承認を得る必要もないだろう。商品を売ってそれで稼いでるなら誰でも闇ブローカーだ。人が集まるイベントを開けるようなやつならなおさらね。それもこれもお前があの時後押ししてくれたおかげだ。じゃなければ自分の欲望も求めている答えを見つけることもできなかった。欲望のない人間は前に進めない。だから俺は。 Yakub goes no further, merely spreading his arms out dramatically. Polonitsa looks around, seeing all the hustle and bustle surrounding them. With the rally race about to begin, there are still more people rushing toward the registration booth from afar. Watching the oncoming crowd, Yakub lets out a light chuckle while slowly shaking his head. ここにいる連中も自分の欲望を満たすために生死の狭間をさまよいリスクある取引を成立させる。それが闇ブローカー。力ある者に選択肢が与えられる。俺とお前のようにわざわざ自らレースに参加しなくてもよくなる。Yakub speaks with such calmness as if merely discussing a meal he's left unfinished. Polonitsa stares at her impeccably just acquaintance.
After a moment of silence, she lets out a quiet sigh. そうだとしても、そろそろチームの様子を見に行かないといけないんだね。どうぞご自由に。健闘を祈らせてもらおう。By the starting line, staff members finish installing the compass system on the vehicles of Polonitsa's team. Soon following the signature gunshot, Polonitsa's fleet sets off with a great fanfare. Meanwhile, the 4 new members scattered on board the jeeps also begin their operation. 私と美容家は周囲の警戒をする。サブリナとメイリンは羅針盤の調査を。Sitting in the passenger seat, Sabrina helps Mailing connect a terminal used for data processing into the system. 大丈夫だよメイリー。接続準備はできてる。指揮官に連絡しよう。In the back seat, Mailing has already established comms with the commander. 指揮官、聞こえますか？さっきレースが始まって、サブリナさんはこれからセカンダリレベルに接続して、羅針盤の調査を開始します。ええ、始めて。But, connection successful. Time to start troubleshooting. Yep, let's begin. After a round of rapid scans, Sabrina disconnects herself from level 2. Online returns only silence, briefly broken up by Mailing's frantic typing. メリー、サブリナ、様子はどう？すみません。調査の結果、羅針盤は確かに異常です。車両の位置情報が多方面に送信されています。でも、相手の方が1枚上手で、何度も試したんですが、受信者の特定ができなくて。あなたでも無理なの？こんなはずじゃないんです。ヤクブかバリアーグの味方に凄腕の技術者がいるのかもしれません。とにかく引き続き逆探知しますが、時間が。Mailing's voice is abruptly interrupted by an explosion. おっと、しっかり捕まっててメイリー。お姉ちゃん、右の方向にバリアーグが隠れてる。やっぱり。総員、戦闘準備。時間、また後で連絡するね。Comm ends in the middle of gunfire and engine roars. Double check the message Mailing sent me and the data returned by brief. Technical know-how far above their usual levels, modus operandi inconsistent with their past behaviors. Seems like these old friends of mine have suddenly changed. Heading down the terminal cluttered with information, I look out at the endless wasteland plains. Violent gales sweep up clouds of yellow sand, obscuring the sky above and the distant horizon. Even the sharpest hunter will find discerning the path forward in such obscurity an almost impossible task. I let out a heavy sigh. Could it be that, in places I cannot see, the Variagras are going through some drastic internal changes? オルドニッツさん、やっぱり私も一緒に。そう、背伸びしなさんな。ほら、これを飲みな。Lenitsa sits down beside Minda, hands her a glass of milk, and pats the little girl on her fluffy head. 私の椅子よりも背が小さいのに、昨日のレースで刺激が足りなかったのかい？そういうわけじゃ。The warm, comforting aroma of hot milk wafts through the air. Aminda holds up the glass but does not drink it, instead staring intently at Polonitsa. 確かに危なかったし、
かったですけど、それだけのことで萎縮するのは闇ブローカー失格です。バリャーグを相手にする覚悟がなければどのみち汚染エリアでやっていけません。 Lilith laughs cheerfully. 焦るんじゃないよ。あんたはまだ若い。地道に鍛え続ければきっと大物の闇ブローカーになれる。それまでは大人に任せな、小さな英雄ちゃん。Atalanta? Lilith reassuringly pats Aminda's shoulder. それにこのレースの結果は私の手札になるからね。実力はちゃんと証明しないと。でも死んだ仲間の仇を取りたいです。この手で。 Clutching the glass in her hands, Aminda slightly lowers her head. 出発前に彼女が話してくれたこと忘れられないんです。ホワイトエリアのお金持ちの間で流行ってるものさえ分かれば鉱山に住んでる友達の役に立てるかもって。 Aminda's eyes redden and she sniffs. こんなことになるはずじゃ。あんたはいい子だね、アミンダ。だけど覚えときな。闇ブローカーの世界に正義と平等なんてものはない。あやふやな一線しかない弱肉強食の世界だ。そして一線を越えたやつが代償を払う。予想より早く終わりましたね。みんなのために。交代するのは今のうちよ。お待たせしました。予想より早く終わりましたね。Around noon, I decide to pass the time with the Zucchero dolls at the fair while waiting for a reply. At last, my terminal suddenly vibrates repeatedly. 指揮官が探していたやつを捕まえました。詳細は添付ファイルを。来るかい。任務完了。詳細は添付ファイルを見て。長期。 I open the attachments and verify the information sent back together with Springfield. 必要なものは揃ったよね。待ちきれないようですね。Springfield smiles, then turns around while clapping her hands. 皆さん、休憩時間はおしまいです。お茶会の準備をしてください。 The trio who has been patiently waiting at the nearby booths quickly gathers around. やっと終わったの？これ以上待ってたらせっかくのメイクが台無しだったよ。店長、今度はどんなご用意を？そうですね。今回のお客様でしたら浅入りの豆で大丈夫です。旗から聞くと誤解を招きそうな会話ね。指揮官もご一緒にいかがですか？もちろん抜け駆けはさせないからね。ええ。では提携先にご連絡しますね。 Under the watch of the Zucchero dolls and I, Springfield dials a familiar number. こんにちは。こちらの用意はできましたので、招待状を例のお客様にお送りください。取引を開始いたしましょう。わかった。いい結果を期待してるよ。ズッケロが一度でも期待を裏切ったことがありますか？ドラヘンさん。
As the taste of black tea settles on my tongue, I see Jakub rush in with his secretary. Since we are the only customers in the cafe, Jakub quickly directs his attention towards us, but a look of caution and confusion naturally crawls onto his face as he notices the presence of Polidnitsa. この話の続きはまた今度にしましょう。ああ、済んだら一杯おごっておくれよ。Polidnitsa stands up calmly and leaves in a carefree manner. As she walks past Jakub, I see her stop for a moment, and then Jakub's expression becomes even more gloomy. あの女、今に見てろ。Jakub curses softly and moves to find another table to sit at. ヤクブさん、ご一緒しませんか？あいにくですが、先客がいましてね。テーブルを隔てて商談をするつもりですか？なかなか独特な習慣をお持ちのようで。どういう意味ですか？なるほど。私の情報を教えていないんですね。ドラヘン？あなたがドラヘンさんのクライアント？そんなバカな。一回の賞金ハンターがこんな。確かに賞金ハンターには過ぎたビジネスです。なんならドラヒエンさんに確認してもよろしいんですよ。I show him the comms interface the Draken on my terminal screen. いえ、信じましょう。Jakub quickly adjusts his expression and takes a seat at the opposite end of the table from me and Springfield. 私との商談をご所望でしたら、最初からそうおっしゃっていただければ。Instead of responding to Jakub right away, Springfield smiles and calls Centurici over. 今日は長丁場になりそうですね。センターレイシーさん、お飲み物を。Springfield's behest, Centurici innately clears away the tea set used to host Polonitsa, and she brings warm coffee for all three of us. どうぞ。この出張一もちろん。I just switched. Given the generous terms you offered us as the host of this fair, we figured we should swing by to check on things first. The white-owned geezers tend to be most suspicious the wealthier they are. I'm sure Mr. Jakub understands that, right? 先ほどは失礼いたしました。こちらの条件はすでにお知らせした通りです。ご不満があればいくらでも相談に応じましょう。ドラヒエンさんからすでにお聞きしていると思いますが、ポルドニッツァの方からさらにいい条件を提示され、暫定的合意に至りました。お言葉ですが、ポルドニッツァは代理人といえど、噂ほどの実力者かは甚だ疑問です。ご存知かと思いますが、彼女のチームは今日レースに出場しましてね。ただ、羅針盤による位置情報はすでにロストしました。バリアーグにすら手こずるような闇ブローカーなど信頼できますか？取引が成立しても商品を無事届けられる保証はありません。その時損を被るのはあなたです。彼女のチームが本当にやられたと？当然、羅針盤システムに間違いなどはありません。位置情報はあなたも確認されたでしょう？なるほど。依頼人にこの旨をお伝えします。今日お会いしたのは実は別件のためで。ほう、それはどういったもので？Rather than rushing to respond, I leisurely take a sip of my coffee made from lightly roasted beans, relishing in the refreshing flavor. Jakub, meanwhile, waits patiently and eagerly. It seems he has fully accepted our identity. スプリングフィールド。はい。すみません。指揮官はお疲れなので恐縮ですが、ここからは私が代わりに。Jakub's smile freezes. わかりました。それでどういった内容で？簡単です。情報を交わせてください。初めてお会いした時、私と一緒にいたペリーという人形をご存知ですか？彼女の行方が知りたいんです。その件なら秘書がお伝えした通り、心当たりはありません。話はこれからです。
闇市に存在しない商品はなく、あるのは払えない値段だけ。まずはこちらの支払う報酬を提示させてください。いいでしょう。Springfield gently blinks. 沈黙。何？あなたがバリャーグと結託している事実を墓場まで持っていきます。Jakub sets down the coffee, the bottom of the cup making a dull thud on the table. 聞き捨てなりませんね。私がバリャーグなどと？そんな力、私にはありませんよ。そうでしょうか。あなたの影響力は通常の闇ブローカーの範疇を逸脱しています。Springfield turns on the terminal and shows Jakub a report. ブリーフは常に様々な地域のバリャーグの活動を観察、記録しています。ここも例外ではありません。記録によれば、この地域のバリャーグの被害は甚大で、賞金ハンターが次々派遣されたものの、一向に改善が認められません。しかし、ある時期を境に、あなたのキャラバンだけ無傷で生き残り、ライバルはことごとく活動を停止しました。そして、あなたがこの一帯最大の闇ブローカーとなりました。活動範囲は拡大する一方、まるでバリアーグよけの魔法でもあるかのように。魔法？すべて実力ですよ。この辺は鉱物資源が豊富です。採掘に来る者は後を絶ちません。バリャーグもバカじゃない。弱い方を狙うのは当然でしょう。ええ。そして採掘に訪れた者たちは、一番土地勘のあるあなたから情報を買っていたはずです。それが何だというのです？バリャーグは常に動いてますし、環境情報だって生ものです。なるほど。口を割らせるには報酬が足りなかったようです。Springfield smiles and gently taps the terminal. The screen flickers on before cutting to some footage of the wilderness. Sabrina drags Savariagu in front of the camera. やっと一人捕まえたよ。カルドの裏口のネズミよりすばしっこいんだから。The captured Variagu struggles to break free from Sabrina's hold. Lukai moves in, deftly yanks on his writhing arm until it is dislocated, and finally snatches the terminal from his hand. He then shows the terminal to the camera. On the small device, several dots can be seen flickering, the exact coordinates of Planitsa's team. 羅針盤は今も位置情報をバリアーグに送信している。見えますか、指揮官。As she speaks, Lukai aims her gun at the vehicle not far behind. Following a muzzle flash, the screen on the vehicle shatters, and the positioning device is destroyed. Simultaneously, one of the dots flickering on the terminal disappears. これで任務完了です。The footage ends. The cafe returns to silence, with Jakub's expression becoming far more sour than before. 羅針盤のインストールは全ての参加者に義務付けられています。バリアーグが位置情報を知っているのは偶然でしょうか。当たり前でしょう。俺は明らかにバリアーグが羅針盤をハッキングした結果だ。参加者の安全を守るためのシステムをこのような形で利用されて残念でなりません。こうなってはシステムを停止させるほかないでしょう。Before Springfield can stop him, Jakub calls out to his secretary behind him. 何をほうけている？バリアーグが皆さんを撃ち殺す前にシステムを止めないか。はい。The secretary hastily takes out a terminal and frantically taps on it. 停止しました。With the system turned off, a smile of relief appears on Jakub's face. これで参加者の安全は守られました。ご報告感謝いたします。ご安心ください。もう私たちもバリアーグも位置情報を知ることはできません。それは何よりです。ね、指揮官。はい、これで一安心です。
お礼にそのペリーという人形の創作に全面的に協力させていただきましょう。何かあれば遠慮なくお伝えください。Jacob smiles again in a friendly manner, but in response, Springfield simply takes a sip of the coffee and sighs helplessly. 商人は何よりも信用が大事だと個人的に思っているのですが、残念ながらあなたは信用に足る人物ではないとお見受けします。 Smiling, Springfield picks up the terminal and presses the play button again. On the screen, evidence of Jakob's meeting with Perry is replayed. ペリーが失踪する前の映像です。面識はあるはずなのに一貫して関与を否定されてましたね。Jacob glares at his secretary, who looks just as clueless as he is. Thinking back to prior events, he comes to a conclusion. While he successfully planted a mole in Polonitsa's team, his own team has also been infiltrated without his knowledge. ポルトニッツァ。あなたの部下はこれよりも多くの情報を提供してくださりましたが、今は商談中です。あまり困らせないよう指揮官に言いつけられています。誠意を見せていただければこちらもある程度は譲歩できますが。これはやられました。可能ならまず誤解の方を解かせてください。あの夜、私は確かにペリーさんにお会いした。初日のレースで優秀な成績を収めた彼女を迎え入れようと思ってね。その後の行方は本当にわからないんです。まだまだ報酬にご満足いただけてないようですね。Field sets down the terminal and gently spins the cup in her hand. ドラヘンさんへお伝えした倉庫の座標を覚えていますか？このように面談の時間と場所は変更しましたが、事前に様子を見に行かせていただきました。確かに大したラインナップです。市場の闇ブローカーたちが自分たちの奪われたはずの商品が並ばれている光景を見たらどういった反応を示すのでしょうね。As if hearing the most amusing joke he's ever heard, Jakob leans back into his chair with a sense of relief. 闇ブローカーの扱う商品のバリエーションなどとたかだか知れる。私が奪った証拠はどこにあるというのです？商品に彼らの名前が書かれてるわけでもあるまいに。言動から察するに、あなたはグリーンエリアの人形ですね。指揮官から教わりませんでしたが、汚染エリアにはシリアルナンバーも掟もない。あるのは金とそれを持つ人間だけ。随分とお行儀がいいんですね。どういう意味です？ここは汚染エリアで、あなたは闇ブローカー。いつから汚染エリアでは証拠がものを言うようになったんですか？ Seeing the sudden realization in her opponent's eyes, Springfield doesn't follow up right away. Like a playful cat with its prey cornered, she now only seeks entertainment. 闇ブローカーの法廷があるなら見てみたいですね、指揮官。当然。世にも奇妙とはこのことよ。Jakob sits across the table and picks up his cup in an annoyed fluster, only to realize his cup has long been emptied. おや、飲み干したようですね。センターレイシーさん、継ぎ足してください。お構いなく。Jakob instinctively wants to refuse, but he can't help but swallow the rest of a sentence under Springfield's smiling gaze and watch as Centrisi approaches with the coffee pot to pour coffee into his cup. Time slows down to an unbearable crawl as the coffee slowly flows. Finally, Centrisi quietly withdraws while the petite doll brings her another pot full of freshly brewed coffee. But I think Jakob isn't in the right headspace to notice that. 確かに私はグリーンエリア出身です。仲間と共にカフェを営んでいました。良好な関係を維持している間は芳醇なコーヒーをご提供しましょう。しかし今は指揮官の戦術人形、コーヒー以外のものもその気になれば
ご提供できます。 Failed sentence is followed up by a targeting laser deliberately flashing before Yakub's eyes, ultimately landing right on his temple. Yakub looks up in panic, but the sunlight outside temporarily blinds him. After regaining his vision, he sees the maid with her downcast eyes holding the coffee pot and staring calmly at him. Further away at the bar, the petite doll with exquisite makeup draws a heart in the air with a sweet smile. All of this makes him freeze in place. Instead of saying something, I merely pick up my coffee and take a sip. The light roast must have tasted incredibly bitter for our friend Yakub here. Yakub's laughter breaks the silence. お見事です。ここまで来たらもうおとぼけは通用しませんね。ああ、そうさ。俺はバリャーグと手を組んでライバルを排除してもらっていた。それがどうしたというんだ。汚染エリアはそもそも弱肉強食。お前たちはポルトニッツァのような金と武器に物を言わせてきた連中が必死に生きてる人間の何がわかる。俺だって正々堂々と生きたかったんだ。死人のものを回収して何が悪い。簡単に人を信じるような間抜けも遅かれ早かれ死ぬんだ。だったら俺が有効活用した方が人のためになる。I look at Yakub, who's consumed by rage and frustration, but I have no desire to argue with him. I've seen this kind more times than I can count, a soul twisted and utterly consumed by the contamination zones. While collapsed radiation physically mutates humans into mindless beasts, desires born out of this harsh environment slowly turn them into demons. Although tragic, it is no excuse for the atrocities they've committed. Rage and survival instincts may allow one to weather the storm, but losing oneself in them will turn anyone into a monster clad in human skin. ポルトニッツァに追い出されてからどんな目にあったか知っているか。安い商品を乗せた車に目をつけられないか、狂った生き袋に襲われないか、コーラップスストームに巻き込まれないかとビクビクしながら汚染エリアを行き来する日々だ。毎回経験に祈ったつもりなんだけどな。何事もなく戻ってこられたことは一度もない。それで思ったのさ。利用できるものは何だって利用してやろうってな。ここではどうせ力が全てなんだ。あのバリャーグたちさえいれば俺のキャラバンは永遠に最強だ。お前たちもポルトニッツァも俺を舐めていた闇ブローカーどもも誰も俺に勝てない。ああ、そうさ。きっと助けてくれる。戦術人形がいるからなんだと言うんだ。俺が死んだらあいつらも黙っちゃいないからな。今すぐ呼んで。Yakub takes out his terminal, but it begins ringing even before he has time to make a call. There's a gunshot, and then the communication gets cut off. どういうことだ。ヤクブ様、我々の所有する倉庫が次々とバリアーグの襲撃を受けています。すでに陥落した場所も。なんだと。Meanwhile, my terminal also receives a call from Groza. 指揮官、ブリーフからの支援が到着したわ。I look at the panicking Yakub. これ以上損失を出したくなければ今すぐ残りの倉庫の場所を言って。We've reached the coordinates of the indicated warehouse, now sharing environmental data. There are many Variagers here, so please be careful, Commander. Yeah, data received. Let's start. I'll leave this side to you. Understood. You won't be disappointed.
わかった。レース参加者は無事？ええ、倉庫に人数を割いてたからレースで略奪を行っていたのは少数よ。そう。引き続きブリーフとの連絡を。了解。 On hanging my communication with Rosa, I look over at Yakub, who's still stubbornly trying to contact his warehouses. The hollow gaze in his eyes has completely replaced the dignified facade he had previously put on. お前たち、バリャーグが俺の倉庫を襲うことを知っていたのか。ならどうして俺の商品を守らない。残念ながら私たちやブリーフにとっても想定外です。Yakub suddenly throws the terminal aside and yanks on his hair. His once meticulously maintained hair now lies in jumbled strands on top of his head, reminding me of the slum dwellers forced to live underground with no access to clean water and no way to maintain personal hygiene. 指揮官、バリャーグ。予測? Again, expected it to just fill the sentence in, but it must have already finished scrolling. And uncovered. Springfield glances at me hesitantly, only continuing after receiving my nod of approval. 少し前、ドラヘンさんに教えられた倉庫へ調査に向かったところ、警備員はバリャーグによって全滅。商品もすべて略奪されていました。現場に落ちていた警備員の端末には未送信のメッセージがありました。それによればバリャーグの次の狙いは集落だから、そこへ防御を集中しました。結局俺も獲物だったということか。Yakub suddenly pauses. 待て。ということは他の闇ブローカーから奪われたものを見つけたというのは嘘だったのか。Springfield's silence completely breaks Yakub's last bit of resolve. 商談で人形に負けたのか。俺の人生。ヤクブさん、商談はまだ終わっていませんよ。私たちの望む商品をご提供いただければ、こちらも報酬をお支払いします。それに加え、残った倉庫もお守りしましょう。ああ、わかったよ。あの人形の居場所を知っている。In the middle of the night, Yakub emerges from the other side of the secret door and sees Perry waiting for him. 本日のレースお見事でした、ペリーさん。この調子ならすぐに情報に必要なポイントを集められるでしょう。ありがとうございます。それより師匠の手がかりを見つけたというのは。ええ、これは知り合いから聞いた話ですが。なるほど。まさか師匠がクリスタルハンターになって名前も変えていたなんて、通りで見つからないわけだ。ありがとうございます。すぐに探しに行きます。少々お待ちを。実はこれから出荷の予定があるのですが、せっかくですし乗って行かれては。部下にペリーさんを待つよう連絡しておきましょう。え、いいんですか？ではお言葉に甘えて、今指揮官に。実は出荷予定の商品はそのクリスタルハンターたちが必要としている補給で一刻の猶予もありません。ペリーさんは今すぐ向かってください。エルモ号には私の方から連絡を入れましょう。でもあと2分もすれば出発します。さあ。じゃあお願いします。絶対に見つけないと。師匠。I mean, it was kind of obvious that that's what she was saying. Like, I don't know why they were like beeping it out. I was like, what? 部下に指示してお前たちの仲間をトンプソンのいるところ、つまりは
バリアーグのキャンプ近くに連れて行った。途中で異常に気づかれたが、車にはジャマーをつけていたから問題なかった。ジャマー？手だれているわね。まあな、この辺のバリアーグは機械と戦術人形ばかり漁っていたからな。今さらキャンプに向かったところでもう遅いだろう。どういうこと？奴らは回収した機械は改造して、人形は洗脳して自分たちの戦力にするんだ。バリアーグにそんな技術が？信じるかどうかはお前らの勝手だ。機械ばかり漁っているのも黒幕の差し金だろうな。黒幕？ああ、会ったことはないが、あいつらの真の指導者は他にいる。かなりのやり手だ。普段俺とやり取りしてるのはそいつの下にいるチンピラさ。The real master. If such a person exists inside the Variagers, then it would explain all the abnormalities. Yeah, it had a female voice too, so I'm assuming it's a Gradius, like, third-generation doll or something. Shenanigans as usual. But right now, I have no time to ponder such matters. The smile on Perry's face when she reunited with the Elmo lingers in my mind. I have to save her. すぐにキャンプの場所を教えて。After obtaining the coordinates and notifying Brief, I quickly set off with the dolls. 作戦完了っと。あ、戻らなきゃ。料理。Same endless darkness sears through the neural cloud with unbearable agony. I can't recall. Those memories that were here, what were they supposed to be? I can't remember. The gaps are widening, the blanks are expanding. Once cherished neural records break and fade away. Even though she knows she can't possibly win, Perry refuses to give in. He walks through that door again and again, only to be struck down by Springfield once more. The overwrite creeps forward with each fall, and it won't be long before everything that makes her Perry is gone. Kneeling in the darkness, the broken yet constantly melding neural records tangle around her like a nightmare, one that she can never get a firm grip on. Data 1. Data erased. How many overwrites has it been? Perry has been forcibly subjected to this neural overwrite program ever since she was deceived by Jakub. Purging units repeatedly attack her level 2, overwhelming her. With every fall, Perry can distinctly feel the loss of a certain fragment of her memory. It started with the frustration of missing corner pieces, but now the entire puzzle is becoming unrecognizable. There is a brief pause as the program reloads, and purging units won't attack in this brief moment. It's a rare moment of respite, but Perry would rather not be in here in the first place. Surrounded by darkness and solitude enough to drive anyone mad, it's hard to imagine what kind of person can get used to this place. ここに師匠はいなかった。油断した。これなら指揮官様と一緒に動いていた方が良かった。その通り。Enduring the searing pain, Perry subconsciously assumes a defensive posture and looks around warily, but she does not spot the person who spoke to her. 誰ですか？今教えても意味がない。上書きが完了したら私のことも忘れる。人形にとっての死は素体の破壊ではなくメンタルの消失なんだから。何が目的ですか？メンタルログを見せてもらった。貿易会社に勤めていたそうね。あなたに持ちかけたい商談がある。商談？
上書きプログラムの穴を見つけた。それを利用すればある程度プログラムを書き換えることができる。プログラムを終了させるにはあなた自身が停止コードを演算しなければならない。私にできるのは安全な演算環境を提供するだけ。あなたは特定プロセスでコードを割り出して。特定プロセス、どういうことですか？あなたのメンタルログからあなたにとって馴染みのある環境、出来事、人物を構築した。例えばあなたの仲間の人形たちはそれぞれ特定の演算子に対応している。それらを正しい順番に並べ替えるのが最終的な停止コードを導き出すプロセス。こちらから都度次の演算子を提示するから、あなたがやることはその演算子に対応した人形を大会やレースで勝たせること。脱落の順番もコードの特定に重要なプロセスだけど、その辺も私がアシストする。これを何度か繰り返すことで停止コードがわかる。複雑そうに聞こえるけど、やることは至ってシンプル。あなたはグリフィンの戦術人形としてできることをすればいい。わかりました。ではあなたが求める見返りは何ですか？あなたが安全にここから脱出すること。本当にそれだけですか？他に目的は？疑ってどうするの？上書きプログラムを止めなければあなたは死を迎える。これ以上繰り返させないで。わかりました。その商談乗ります。交渉成立。In the darkness, a door opens. この中に入れば私のよく知る環境とみんなが待っているんですね。ええ、あなたの期待通りというわけにはいかないけど。At this point, Perry can't possibly grasp the meaning behind the voice, and it's clear that they have no intention of explaining further. Perry holds onto her gun tightly and steps through the door. Ada 2. Following the last gunshot, the hand that Perry uses to wield her weapon begins to tremble and tears well up in her eyes. Finally, she collapses, feebly kneeling on the ground. Her surroundings gradually shatter and fade, leaving her alone in the darkness. 本当にやらないといけないんですか？他の選択肢はないんですか？上書きプログラムより先に演算結果を抹消しなければメンタルログは根本的に抹消される。何度も言わせないで。だって自分の手で大切な仲間を、そんなこと。データの塊でしかない。何をそんなに悲しんでるの？それでもみんな優しかった。現実と一緒で。あなたのメンタルログをもとに再現した存在なんだから当たり前。あなたがそう思うのはそれがあなたにとっての仲間たちだから。じゃあ本物の仲間たちじゃないですか。私は背が小さくて弱いのがコンプレックスだったんです。だから師匠のようなかっこいい一人前の人形になりたかったんです。自分のために一方的にみんなを殺すなんて私にはできません。本物の記憶を守るためなのは理解しています。それでも私の銃はこんなことをするためにあるんじゃ。その愚直さが
一回一回のループを困難にしていることがわからないの？すみません。でも私にとっては本物と変わらないんです。でもあなたの助けがあればいずれ停止コードを割り出せます。もう暗闇も苦じゃありません。現実と虚構の区別もちゃんとつけます。私にできることは限られてる。あまり頼らない方がいい。それに私たちは別に友達でもない。次の演算が始まる。準備して。3. どうしていきなり消えたんですか？おかげでモッピーの挙動も試合もめちゃくちゃになって。サブリナが今回の演算師だった。彼女が脱落した時点で演算を続ける意味はない。でも私たちにはおままごとをしてる時間がないんだよ。These simulations exist only to generate the termination code, not to offer a blissful dream to indulge in. This is a fact that both know all too well. はい、ちゃんと分かってます。でもそのおままごとが私を突き動かしてくれてるんです。演算結果を抹消した時、スプリングフィールドさんが消えましたが、影響はありますか？わからない。システムが異常データに早めに対処した可能性がある。今のところ異常は認められない。よかったです。これでゴールが近づいてきましたね。あなたのおかげです。もしかしたら次の演算で停止コードがわかるかもしれませんよね。そう簡単にはいかない。次がダメでもその次できっと。上書きプログラムには必ず防衛機能がついてる。それがいつ呼び起こされるかわからない。防衛機能が働いたら私はすぐに離脱する。だから急いで。Pain and scorching sensation brought by the overwrite continues to torment Perry. Not wanting to forget, Perry desperately recalls fragments of her neural records. At the very least, she mustn't forget where she is and what she's doing so that she has a chance of making it out alive. As Perry encourages herself with these words, true and false memories slowly merge into an amalgamation as her neural cloud gradually collapses. Data 4. Perry leans against the car door. The compass on the screen inside flickers unusually. 絶対に停止コードを。Termination code. Was that what she said that time? 絶対に師匠を。もう一度聞きます。あの夜私は一体誰と私はどこに何が本当なの？ Like a jumbled mess, her mind has been shattered and stitched together again and again. Broken, redundant, disordered, chaotic, and viscid. Harry is in complete disarray. 隠れても無駄です。諦めてください。Awkward. ここにいる限り私には勝てません。あなたを助けていた不具合はすでに修正済みですから。私だけじゃ何もできない。ずっとこうだ。私はやっぱり弱い。どう？新しい装備には慣れた？ん？似合ってる。師匠のように強くなるって誓ったのに。改造した人形を高く見すぎてるのか。それともただ
自分を卑下しすぎてるのか。成績がいささか足りないのは確かだ。そう考えてるのはお前だけだ。私は結局一人前にはなれなかった。ペリーって変わったよね。昔と全然違うな。なんというか、小さいけどすごい頼もしいというか。弱いままで自分の記憶すら守れない。それはないよ。だってみんな戦術人形なんだよ。焦る必要はないわ。ペリー、勝ったらまた会おうね。でも大丈夫。どんな結果になっても私はここで待ってるから。 Last of the distraught Perry raises her head. 時間が経っても変わらないな。一人前になろうと思っても人に頼ってばかり。心のどこかでずっと助けてもらえると思ってた。助けがなければ怯えて一歩も前に進めない。自分の身は自分にしか守れないんだから。Perry wipes away her tears. You're speaking as if you didn't win. スプリングフィールドさんには一度も勝てたことはありませんが、もう大丈夫です、指揮官様。メンタルに欠損があっても、現実と虚構の違いが分からなくなっても、電子コードも師匠も絶対に見つけるんだ。それが強い人形になるということなんだから。過去がどうであれ、これからの現実はちゃんとつかむ。 At last, Perry stands up, weapon firmly in hand. 今までの全てを私の力に。待っててください、皆さん。 As the new overwrite process finishes loading, a glowing doorway appears in front of her. Just like she has done countless times before, Perry walks through it once more. However, she's certain that this time will be the last. Springfield is waiting for her. After the voice disappeared, no matter how many cycles she's gone through, Springfield is always waiting for her the very moment she initiates a new simulation. Like the countless times before, Springfield flashes a polite yet cold smile at Perry before training her rifle on her. But unlike before, this time, Perry no longer runs away. ようやく決心したようですね。抵抗を続けても時間の無駄です。おとなしくしていればまたみんなと会えるかもしれないんですよ。 Perry raises a weapon and points it right at Springfield. まだ続けますか。ここにいる限り私には勝てないというのに。あなたのメンタルの中ではスプリングフィールドは強大な存在。彼女へ抱くイフの念がそのまま私への恐怖に変わり、私を強くする。何度試しても同じです。 Rather than panicking or trembling, Will Springfield seizes the muzzle of Perry's weapon. そうですね。スプリングフィールドさんはすごい人です。でもあなたは違います。本物のスプリングフィールドさんは温かくて優しくて、それに怒ったスプリングフィールドさんの方が1万倍怖いです。
計算していませんでしたか？私は計643回の演算を行いました。スプリングフィールドさんに負けたのは151回、勝ったのは412回、そのうち126回はあなたに破壊されましたが、私の攻撃は237回届きました。へえ、わかりませんか？私には賞賛があるんです。なのに他人に頼りきりで思い込みで負けを認めてきた。こんなことみんなに知られたら笑われちゃいます。うるさい。 Springfield pulls the trigger before Perry can finish, but Perry manages to swiftly dodge the bullet. メンタルログなんかじゃ温かい気持ちも励ましも楽しい時間も再現することはできません。だから私は絶対にみんなのところへ帰ります。そんなデータで再現されたあなたなんかただの出来損ないです。あなたのことは私が一番知っています。そして今の私はあなたより強い。 Now, bereft of hesitation, without worries, devoid of anxiety, Perry pulls the trigger with resolute determination. 私のメンタルを返してください。 You want your neural cloud back. Come and take it. Just you wait. I won't lose. Interesting that there are radius alongside the Springfield. With a look of disbelief on her face, Springfield collapses as her core is pierced by the bullet. Having exhausted her last ounce of strength, Perry collapses to the ground. Her scarred body finally gets a moment of rest, but instead of happiness, it's the feeling of exhaustion that overwhelms her. It is at this moment that Perry realizes that the simulated space is beginning to collapse. This is to be expected. Once the voice has disappeared and Perry's neural records become sparse, there are barely any fragments remaining to support a stable simulation. She has ignored all this up until now due to her pain. Springfield sneers mockingly upon noticing Perry's expression. 演算空間はすでに存続不可能。けれど、私は時間さえあれば、いくらでも再生できる。元となった記憶が違っても、この姿じゃなくても、上書きプログラムの続行は私の使命。何度でも繰り返します。あなたに勝ち目はありません。 As Springfield gradually dissipates, her body reverts into basic character strings. なら何度でもあなたを倒してみせます。今回もこの先も。 Before Springfield completely disappears, Perry once again picks up her weapon. それがどんなに時間がかかっても、私は絶対に自分のメンタルを守り抜きます。
それに私は一人じゃありません。仲間がきっと私を見つけてくれます。404を敵に回したのが運の尽きよ。Still wonder what the voice was. A mystery. Not that I know much about them from the first game, but it did kind of remind me of some sort of like a OGAS sort of thing. Goodbye, Klukai. 配置完了。デザートはいかがですか？ご命令を。さて。404を敵に回したのが運の尽きよ。みんなのために。降参するのは今のうちよ。降参するのは今のうちよ。お待たせしました。予想より早く終わりましたね。指揮官、この先がバリアーグのキャンプです。偵察ドローンを出しましたが、今のところ攻撃を受けていません。 With the vehicle parked in a secluded spot, I led the dolls and observed the camp from a long distance away. 外は誰もいないね。本当にバリアーグがいるのかな。物資も乗り物もないし、もぬけの殻って感じだよね。おじけづいて逃げたんじゃない？いや、これはおもてなしの用意ができているようですね。どうすれば。ペリーの居場所がわからない以上、入ってみるしかない。メイリンとセンタウレイシーは私と残って、グローザー、ブリーフの部隊と500メートル離れた位置でキャンプを包囲して。了解。そっちも気をつけて。大丈夫。他は私の合図まで突入準備。A short while later, Springfield, who's in charge of the entry team, sends a message. 指揮官、キャンプ内には
は少数の機械があるだけで誰もいません。建物をしらみつぶしに探して。はい。東側の倉庫は機械が少し残ってる以外異常なし。西側も同様です。ペリーはいませんでした。北も同じ。狙撃の準備も済んだわ。これ本当に意味あるの？誰もいないじゃない。南側はFollowing Sabrina's scream, a loud thud of something heavy collapsing comes through the comms. どうしたの？大きい機械が動き出した。支援をお願い。指揮官様、こっちの機械も。皆さん、冷静に対象を排除してください。サブリナさんは交代してキャンプの中部で合流。グローザー、増援部隊を向かわせて。了解。Ah, yes, this thing.指揮官、バリアグの機械は全て無力化されました。そう。ペリーはまだ捜索中です。先ほど大型機械をサブリナさんに確認していただきましたが、おそらくヤクブさんがおっしゃっていた略奪品です。大幅に改造されていて見た目はいい加減ですが、使われている技術は間違いなくグリーンエリアのものです。偽装目的ということ？バリアーグのセンスという線もありますが、その可能性は大きいと思います。ご存知の通り、汚染エリアに司法の手は及びません。わかった。いた。指揮官、ペリーがここに。作戦完了っと。戻らなきゃ料理が冷めちゃう。あそこだよ。さっきデカブツが出てきたところ。In a dark compartment on the side of the warehouse, Perry lies silently on the operating table with her eyes tightly shut. ペリー、起きて。聞こえる？ Rena attempts to wake her, but Perry remains unresponsive. 指揮官、ペリーが多分フリーズしてるんだと思う。私に見せてください。Quickly connecting Perry to her portable device, Mailing begins an emergency examination. そんな、指揮官。どうしたの？ペリーさんはフリーズではなく、メンタルを何かのプログラムによって占領、攻撃されている状態です。プログラム？まさかヤクブの言ってた洗脳プログラム？上書きのことですか？はい、今まさに実行されています。止められる？試してみないと。上書きプロセスはそんなに早くないので可能性はあります。ええ。Mailing nods and quickly gets to work. Her fingers fly across the keyboard, countless windows pop up and close, beads of sweat slowly drip down her forehead. これでも、そんな。 The dolls gather around while the brief support units search through the camp, but Mailing is completely unbothered by all this. 停止コード。ありました。指揮官。
Ailing suddenly looks up, grabs onto my arm, and shakes it excitedly. ゆっくり。落ち着いて聞いてください。ペリーさんは確かにメンタルを占領されています。でもペリーさんはどうやら自力で停止コードを演算しているようです。私たちが来る前に何度もペリーさんはずっと諦めずに耐えていたんです。私だけではどうにもなりませんでしたが、力を合わせればこの状況を打開できるかもしれません。私たちはどうすればいいんですか？セカンダリレベルに接続してペリーさんの演算を支援してください。上書きプロセスよりも早く。演算状況を画面に表示させるので指揮官も協力お願いします。ええ。さて、停止コードを特定しないと演算によって発生した情報とログがごちゃ混ぜになってメンタルが非常に混乱している。メイリンの言った通りなら停止コードはこの中に隠されているはず。メイリンたちが演算支援を行い、私が現実と虚構のデータを仕分ければいいのね。よし、ペリーを連れ戻しに行こう。これだ。メイリンによればペリーの演算が失敗した場合、 Playing Danganronpa here? 先に手動で演算結果を抹消しなければならない。そうしないとメンタルログが消され、次の演算が開始できない。演算によって我々は私たち抹消が対象。ペリー、辛かったに違いないわ。早く助け出さないと。そうだ。初日以降、ペリーは失踪した。私が飲んだくれたばかり。それだ。上書きプログラムを終了させ、師匠を探す。それがペリーの目的よ。そのために何度もレースを繰り返してきたの。そう。ペリーはずっとみんなのことが好きなんだわ。現実でもそうじゃなくても、この気持ちは本物じゃなければ演算で再現された世界がこんなに穏やかなわけがない。全ての苦しみを一人で抱え込んで。All of the above. ペリーが戦ってきた理由そのものだわ。私たちにとっては短い数日だったけど、ペリーからすれば永遠に近い時間だったでしょう。これです。停止コードを特定できました。でもこれどういう意味でしょう。プログラムの名前とか。Strasha? 指揮官、早くプログラムを停止させましょう。今行くからね、ペリー。That was different. The combined effort from all dolls, the termination code is quickly generated. On the pitch black screen, the slowly progressing program flickers a few times before finally coming to a stop. Overwrite aborted. やったー、停止しました。指揮官、ペリーさんを起こしてください。I nod and hit the key to reactivate Petty. Seconds flow by. 反応がないじゃない。まさかこのまま。ペリーちゃん。ペリー、起きて。ペリーさん。
With all the voices calling out to her, Perry finally opens her eyes. Perry? Springfield and I help Perry slowly sit up. Perry stares at me blankly as if just woken up from a dream. おはようペリー。みんな心配してたわよ。みんな私全部終わった。もう大丈夫よ。Eddie looks around in confusion. Macchiato stands slightly further away with her arms crossed. Chakri is bending down and smiling at her. Sabrina and Mei Ling stand at the other side, both with tears in their eyes. Springfield sits beside her and gently places a comforting hand on her shoulder. Meanwhile, I reach out to her to softly pat the top of her head as I stand in front of her. おかえり。Eddie's eyes gradually regain their luster, and large drops of tears begin to well up in her eyes. She takes my hand and gently squeezes my palm. It takes a while before she finally looks up at me. Tears have already moistened her cheeks, but she puts on a smile and throws herself into my arms. It's already dark by the time we head back towards the settlement, but the streets and alleys are still bustling with energy. After taking care of the aftermath, Mei Ling and I reach the entrance of the fair, a convoy of vehicles slowly rolling out of the intersection. Buludnitsa is at the head, directing workers in the loading and unloading of cargo, and Springfield is at her side. Seeing us approach, Buludnitsa raises her head and greets us. スプリングフィールドから聞いたよ。消えたお仲間が見つかったってね。みんなのおかげでなんとか。そっちもうまくいったよね。スプリングフィールドが翼を授けてくれたおかげさ。ボルドーニッタさんは何を言っているんですか？ Mei Ling glances at me with a look of desperation. それはスプリングフィールドに聞いてみないとね。エルモ号一の商人だし。商売の秘訣もセットで教えてもらおう。もったいぶった仕返しですか？まさかあなたを怒らせたらエルモ号が売られてしまいそうだわ。そんな印象を抱かれていたのですね。She gazes at me with a playful expression. The dazzle of the market casts a soft, yet mysterious shadow on her face. ではご説明します。ドラヘンさんは情報屋の仕事で知り合った仲介人です。政府エリアと汚染エリアの間に立つことが多く、今回はホワイトエリアの企業に依頼されて実力のある闇ブローカーとパイプを持つよう動いていました。ポルドニッツァさんは本来最有力候補だったはずですが、ヤクブさんがどこからか情報を聞きつけ、先方により低い報酬を提示したのです。私のキャラバンから情報を仕入れるとはなかなかやる。そこで先方は比較検討するために両者を調査しました。ヤクブさんを調べてこのことを知った私はドラヘンさんに連絡して報酬と交換に協力を申し出ました。そうやってヤクブの倉庫の場所を知ったのね。ええ。さらにヤクブさん、ここまでうまくいったのも。And apply a little bit of pressure on him prior to our meeting. ポルドニッツァさんのおかげです。大したことじゃない。こっちはネズミを捕らえることができた上に大きなビジネスを成功させたんだ。あの監視カメラの映像くらい安いもんさ。それだけじゃない。こちらの人形がレースでバリアグを倒したことも自分の手柄としてクライアントにアピールしたんでしょ？
もうやすやすと騙されてくれないか。わかった。次来た時は値引きしておくよ。ポルドニッツァさんを餌に大きな魚が釣れました。よくわかりませんが、すごいことをしてたんですね。商人同士の至ってシンプルな取引です。メイリンさんも大人になれば、いえ、一生わからない方がいいかもしれません。そうですか？ Facing the smiling Springfield, Mailing scratches her head in confusion. Suddenly, she remembers something. そうだ、指揮官、本当にヤクルさんを見逃すんですか？ペリーさんもあんな目に合わせてバリアグと組んで大勢の人を陥れたんですよ。指揮官を責めてやりなさんな。これは私の意思なんだ。Instead of rushing to explain, Politnitsa looks over at her team who's working together to lift a large cargo box into the garage. While still wearing rough garments, I'm certain they now walk a different path from those who only dwell in the underground slums. Despite their undoubtedly shared origin, as this perilous wasteland undergoes its own natural selection process, the government's relief effort is merely a drop in the bucket. If mankind doesn't pursue changes, they will eventually join the fine sand beneath their feet. Underground brokers are such agents of change. If humans are feeble ants in the face of collapsed contamination, then settlements like this are the ant hills. Brokers' convoys move like a marching ant trail, winding its way through this wasteland, between one anthill and another. Some of them grow fangs and find treasures, even if those treasures might be nothing but scraps in the eyes of those living in the safety zones. Others are crushed and inevitably absorbed into the wasteland. ヤクブはキャラバンを解散しようとしているようだった。やっと闇ブローカーとしてのあり方を理解したってのかい。私たちは無法者だが、一線をわきまえなければならない。賞金ハンターやバリアーグと遜色ない武装をしているが、根本的に違うのは私たちは商人だってことだ。一線を越えたやつをメルクリウスは守ったりしない。たく、人間ってのは厄介だね。Politnitsa goes on while still looking at her crew. 闇ブローカー同士に秘密なんてないのに。腐れ縁としての情けだ。今夜はヤクブに、あの生きるのに必死だった人間のために祈りを捧げよう。I stop the still confused Mailing from asking further and lead her and Springfield away, leaving the calm of the night all to Politnitsa. We start driving back to the Elmo after spending the night at the settlement. Basking in the sunshine, Perry looks over with her sparkling eyes. なんだかまだ戻ってきた実感が湧きません。また消えちゃわないか心配で。大丈夫。あなたは一人じゃない。はい。あの声がなければ、今頃メンタルはきっと上書きされていました。バリアグが私をあそこに置いたのも、おそらく私を戦力にするつもりだったんだと思います。一歩違えば、みんなを撃っていたかもしれないと思うと、怖くて。もう無茶はしないでね。スプリングフィールドのように慎重にならないと。はい、もうしません。でも、あの声は結局何だったんでしょう。わからない。でもあなたが上書きを免れることは彼女の目的の一つに違いない。きっと今もどこかにいる。そうですね。よくわかりませんが、すごく強そうな人でした。私なんかまだまだです。もっともっと頑張らないと。その前に。Perry looks out the car window. The towering silhouette of the Elmo is gradually coming into view. 早く正式にエルモ号の所属になってメンタルをバックアップしないと。
The car stops, and the dolls and I step out as we are greeted by those who stayed behind aboard the Elmo. Like a nimble rabbit, Perry swiftly hops forward. The others, somewhat moved by her, hasten their pace as well, leaving me behind. Party Popper suddenly bursts in the sunlight. キャロリックちゃん、先に行くなんてずるいじゃないですか。別に約束したわけじゃないでしょ。それに荒波が魚群を引きつける。Nemesis also pops hers. For once, there are no arguments between the two. Almost simultaneously, the dolls pull on the strings of their hidden party poppers. Colorful confetti rains down from the sky. ずいぶん盛大な出迎えね。外で起きたことを知ってみんな心配してたのよ。歓迎会で残ったクラッカーね。今年はずいぶんたくさん使ったわ。それだけ仲間が増えたってことよ。指揮官 Following Perry's exclamation, all the dolls, no matter what they have been doing, turn around and look at me. 指揮官、遅いわよ。定められし記号が光り輝く。なーに照れてるんですか、指揮官。ペプリ、今夜超すごいライブをやるからね。シャークリーもだよ。今夜はシャークリーのことだけ見てて。指揮官、お姉ちゃん、声が小さいよ。ほら、私みたいにもっと大声で。指揮官、ご主人様、お茶菓子をご用意いたします。なーに突っ立ってんのよ、バカ。空気にならないで。読むのがめんどくさいから。みんな待ってますよ、指揮官。あれ、ここ。ああ、指揮官。2番隊と働いてきたの？お疲れ様だね。何でボケてんの？2番隊は別の任務から帰ってくる途中でしょ。こんなやつはほっとこう、指揮官。間違って最初にクラッカー鳴らしちゃったけど、びっくりさせなくてよかった。おかえり。ここのところ異常はなかったよ。皆さん喜んでいますね。寂しい時間が長いほど再会した瞬間は甘く得難いものへと変わる。早く入りましょう。皆さんを待たせたら悪いです。そろそろ出発の時間よ、指揮官。Rosa is standing right next to me and she reaches out. Without hesitation, I firmly clasp her hand back, the very first hand I held onto when I sunk into the swamp. Together we wandered in the darkness for a long time. Later on, we met more companions. There were more reunions, new acquaintances, much laughter, and new misunderstandings. I would also be paralyzed and dumbstruck when faced with overwhelming odds, but I always knew that many were willing to stand by my side. Perhaps I have yet to find a correct and reasonable answer, but as long as hope remains, the Elmo will not stop. Let this stand as a remembrance of the time spent in exile and the journey that will follow. エルモ号、出航する。In the darkness, a conversation takes place. あの賞金ハンターを仕留め損ねた。まさか上書きが終了していなかったとはな。これなら最初から連れ去った方が貴重な戦力を手に入れることができたってのに。まあ役部の資産はあらかた回収できたけどな。勝ってやった甲斐があったぜ。ブリーフの情報がなければ大損だった。だがヤクブもあの賞金ハンターも生きている。
しばらくは同じ手を使えないな。新しいカモを買うのも無理だ。ボス、これからどうする？ The haughty voice falls silent. A pale pair of hands remove themselves from their ears. 部下にすべての活動を中止させ、 Oh, 待機を gee. 命じよう。 Who could have seen this coming? そなたに至ってはサンクチュアリに召喚されるであろう。そなたが報告していたフリーズが頻発する問題もサンクチュアリは徹底的に調査する。 On board the Elmo, Mailing once again conducts a thorough neural examination of Perry. メンタルバックアップ完了です。ペリーさん、ありがとうございます。バックアップも取らずに今回のことが起きてどうなるかと思いましたけど、これでデータをなくしても怖くありません。メリー、ペリーのメンタルに異常は？上書きの影響か、確かに一定の損傷は認められますが、重要なデータはどれも無事なので特に大きな問題ありません。だから安心してください。歓迎会の準備もできましたし。歓迎会？私のですか？もちろんです。新しくエルモ号の一員になった方の歓迎会を開くのが通例です。スオミさんの時は。スオミさんもいるんですか？いないようですけど。あ、ちょっと訳あって今は。カリンから面倒な依頼が来てね。プロトコルが緩くなった今、ヘレナを無事目的地まで送り届ければスオミの方に顔を出すこともできるはずよ。あの人形コミュニティのことは私も気になる。本当ですか？よかった。スオミさんに会いたいですし、あそこの農業機械にも興味があるんです。 In the ops room, several dolls are excitedly discussing the future. My voice cracks. No one notices that the Elmo screen flickers unusually, followed by a few short lines of code flashing by on the console. Injection complete. Target subject safe extraction detected. Certain voice that has waited patiently in the dark finally relaxes. やっと終わった。あの子を助けた甲斐があった。パラデウスの目を盗んで情報を送る機会を得られたんだから。あとは待つだけ。もう少しだ。星の風が知らせを運ぶ。Alright. So, I'm wondering if that implies that the entire first part was that actually something that occurred, or was that just part of her, like, neural cloud simulations? Since it ended with her doing the walking through the each room and shooting the other characters. That's a interesting kind of twist if that's the case, but anyways, the stories still do not disappoint. The writing is quite good. But I suppose I should probably wrap up streaming here, because at this point I just need to run through the supply missions and yeah. So anyways, thank you guys for tuning in and watching. And I'll be back again the next event, or I'll probably start doing the actual main stories as well, even though I've already completed them before I started streaming this game. But
I kind of want to have the game story, you know, like sort of cataloged on the my YouTube channel and such. I'm sure that will be useful to somebody somewhere. Anyways, I hope you guys have the rest of... Okay, let's try that sentence again. Hope you guys have a good rest of your day or evening.